よし、さあ、どまへんやっていきますよ。準備します。準備します。準備します。ふい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 。ゲーム実況始まるよ。今回は19実況ドマ編クガネからグレンのリベレーター1ひよこの FF14 PC 第256回強くてニューゲームになります。モフおじです。漫画アプリ便利で結構利用してるんですが、それでも単行本が買ってしまう。いい商売ですね。では始めたいと思います。小判のです。本日もよろしくお願いします。ひよこの L40、強くてニューゲームやっていきたいと思います。今、グレンのリベレーター1っていうやつやってますね。グレンのリベレーター編で、ですね、ドマ編なんですけど、まあ、前回は、ですね、アラミゴ編をやって、で、まあ、ですね、ゼノスですね、帝国の皇太子かなの、であるゼノスに、ですね、帰るうちに会いまして、で、ですね、アラミゴ編一旦保留っていう流れになって、ですね、まあ、ドマの方からね、あれですね、人を集めたいっていう流れになって、今来てるっていう最中ですね。まあ、こっちをうまく先に奪還できれば、ですね、ドマのですね、陣を連れて、なんとかアラミもいけんじゃねえかなっていう流れですね。というわけでよろしくお願いします。タタルさんがね、食事とかしっかり持ってきてるっぽいんで、ね、まあちゃんと生活はできると思いますよ。こういうとこは強いですからね。むしろ歩きのとか言わないですけど。クガネで待ち受ける。さて、こうしてはるばる東方にたどり着いたわけだが、悠長に観光しているわけにはいかない。早速ドマ解放の足がかりを探さなくては。ドマはここから内海を隔てた先にあるんだったっけ？早速海を渡る方法を探す。カルバーランド。まあ、ここ、クガネ自体が島国になってて、で、海を渡って、もう、西の大陸が、ドマになるっていうわけですよね。カルバーランド。私たちより先にユーゼアからドマに先立った、旅立った仲間がいます。我々の通ってきた航路の他にも道があるものでしょうか。これは夕霧のこと言ってるんだろうね。豪雪で。現在の、情勢下で、ドマを目指すとなれば、このクガネを経由することはまず間違いないでしょう。ならば、ドマへ渡る手段を探すとともに、この町へ遊戯殿や、豪雪殿の足取りを置いたいところ。彼らとの合流は、解放運動に加勢するために必須だから。問題はどうやって彼らを探すだから。情報収集ならこのタタラにお任せくださいです。イシュガルドでの経験、ここで生かさずにはおれません。カルバランさん、この辺りに酒場あるですか？酒場でしたらすぐそばの大きな建物にありますよ。そう、これがもうそうですね。クガネ1の酒場、潮風亭、船旅を終えた者もこれから、船出する者もあの店で一服するというのがこの辺りの定番と言われていますと。さて、それでは我々はこの辺り失礼しますよ。虹や食料の補給が終わり次第取って返して、稼がなければなりませんので、お得意のスパイス交易ってやつかしら。わざわざ東方まで来て手ぶらで帰るわけにはいきません。経費に見合う、積み荷を積んだ獲物が見つかるといいのですがね。では皆さん良い旅。あ、カルバラ行っちゃうんだ。カルバラ船長ありがとうございました。ミゼリー号の公開に、会心リムウェイの顔がありません。もう一人の女海賊の方もよろしくね。この頃はまだ仲はね、そこまで良くも悪くもなってないっていう状態ですね。まあ、敵対はしてるっていうわけですね。よし、我々も動くとしようか。はいです。
初めてイシュガルドを訪問した時も驚いたが、さすがは東の国。異国とはいえこうも文化が違うのか。なんという鮮やかな街並みなのだ。異国だろうとなんだろうと酒場ですることといえば決まってます。早速情報収集を。なんでそんなどやってんだよ。おお、これは失礼を。いきなりぶつかりそうになったね。暁の決めの方々とお見受けします。皆様をお迎えに上がりました。もっと来ましたね、新キャラ。そういうあなたは何者？かなりうさんくさいっすよね、この見た目。おお、またもや失礼を。私の名はハンコック、東アルデナード商会の番頭です。会長のロロリトの名代として皆様を我が召喚に招待します。もうワンピースのハンコックさんとえらい違いですね。ロロリト会長だって。うん、東アルデナード商会といえば東方交易で財を成した商会。取引先であるクガネに手の者がいるのも不思議ではないが、そうは言っても東の果てに来てまでウルダ派の商人に歓迎される理由はないと思うが。これはまた随分と回りくどい言い方ですね。クリスタルブレイブの一件が未だに尾を引いておられるので、また我が会長に利用されるのではないかとお疑いのようです。詳しいな。なんで知ってんだよ、こっちの事情。失礼だがぶしつけな物言いすぎだろ。ほほ、もしや気に障りましたか？失敬失敬。ことを素早く正確にというウルダ派人気質。この国でも嫌われがちな私の悪癖なのです。ともかく我らが召喚に移動しましょう。ここで話し込むのはあまりに無防備すぎです。ではこちらも単刀直入に申し上げるが、完全に信用できぬ者の館に入るのも無防備すぎるように思える。なぜ我々を招待しようというのか確認させてもらいたい。さすが噂の神童、タフな交渉相手です。いいですか？ここクガネは鎖国を続ける東の国で唯一異国に開港された貿易港です。そのため異国の商館が立ち並んでいるのですが、この港町に用があるのは商人だけではありません。祭りごとや軍事に関わる者たちもやってくるのです。知っていますか？ここクガネには各国の大使館が置かれていることを。もちろんガレマール帝国もね。そこに亀の種族がいるね。となるとこの町には帝国人もいるのね。当然そこには官庁の類も紛れ込んでいる。そういうことです。華やかな貿易港に見えてクガネは政治と諜報の最前線ですから、これ以上のことは我が召喚にてね。わだかまりはあるんでしょうけど、ここは素直に招待を受けましょう。いいわね。だったら後ろこうハンコックの後ろに行ったんですけど、途中からしれっとこっちに戻ってくるのが面白かったです。油断ならない人みたいです。ロロリトの剣があるからね。まあそうなるよね。クリスタルブレイブのカメラお世話になってる。おや、あなたはもしかしてカーズさんですか？おお、やはりそうでしたか。噂の英雄様とお会いできるとは私とても嬉しいです。いいごよし何をお願いします。では我らはウルダ派召喚にて案内がてら道中にある各所を紹介させていただきましょう。皆さん私についてきてくださいね。オッケー。よいしょ。
いや、もう曲がいいっすよね。曲いいな、クラウン。はい、皆さんご注目。こちらが、天関島広場です。その名の通り、天根島。天根島ってのはどれですか？すなわちエーテライトが備えられておりますね。これが塔って言ってるんですか？どうやらシャーリャン人が再現したものとはまた別の様式の方が、我々も使える。ラーメンは遠征するのなんでだろう。さすが振動目が高い。こちらのエーテライトは東方地域から古くから伝わる、鬼刺繍という職人軍団が作ったもの。謎めいて彼らが、先祖前来の技術で、製造管理しているんだとか。構造的にはエロジャのものと変わりありませんから、交換さえすれば問題なく使えますよ。ここで交換しとけっていうことですね。エーテライトの形も違う。まあそうですね。なんかパッケージごとにね、違いますね。黄金の港町。さて、もうエーテライトの交換はお済みですか？では次はマーケットにご案内です。しばらく乗っちゃうんだよ。明日行って、そこ東行ったら紹介につくけど。これがいるね、何気に。さすがにあれっすよね。ラールガールイーチは多いっすね。クガネが好きな人はクガネいるんでしょう。この通りはクガネ最大のマーケット街、通称小金通りです。クガネという地名は東の国の古語で、黄金のこと。つまり黄金港町にある小金を生む商店街。素敵なネーミングだと思いませんか？なんだかこの町のことは早くも大好きになれそうなのです。おー、素晴らしい。私と実に気が合いそうなお嬢さんです。気が合っているよ、この二人。まあそうですね。商人、どっちも商人みたいなもんですね。おや、東アルデナート商会のハンコクさんでありませんか。今日はまたお連れさんが大勢ですな。おー、ケイテイさん、こちらは皆さん、エイオル座からやってきた、友人たちです。クガネに到着したばかりの彼らを案内しているところでして。皆様、彼はケイテンさん、小金通りの顔役といったところでしょうか。ご紹介に預かりました。角打ち家のケイテンです。商人司という役回りを、させてもらっております。異国の方が多く訪れる街ですね。ギル払いも大歓迎。ぜひごゆるりと見ていってくださいな。この通りに来れば武器棒から食材、薬の類に至るまで大抵の品を求められますからぜひ覚えておいてくださいね。では次に行きましょうか。ちょろっとアリゼと買いました。このね、店の並び方が好きなんですよね。大江戸温泉とかね、好きなんですよね。さて皆さんお立ち止まりください。あっちが、偉人街か。ってことはあれか。はいはい。これより先は偉人街。つまり、我々のような異国から来た者たちが集う区画です。そうですね。大使館ですね。大使館があるところですね。先ほど言っていたガレマール帝国の大使館があるの
その通りです。つまり、帝国人と政治家とも、日常茶飯事。言動に注意するのはもちろんですが、喧嘩もご法度ですよ。国家で、刃、傷沙汰、が、厳しく指揮にされておりましてね、治安を司る赤星組の侍に、認められれば、国外対処処分どころか問答無用でバッサリ行かれることも。バッサリって、冗談でしょ。時代劇みたいな感じですか。侍がいるんで。冗談だといいのですが、この国の侍には我々の常識が通用しません。酒に酔った勢いでこの国の貴人に喧嘩を吹っかけた一国人が、刀の一撃で文字通り両断されたこともあるのです。いや、物騒ですね。うわぁ。であってそうそう、皆さんが、テレジャーデリースさんのように、真っ二つになって幸せも見たくありません。くれぐれもご注意くださいね。新選組みたいな感じですよね、赤星組。侍のね、クラスクエやってる人ね、この辺楽しめるんですけどね。では、ついで、ということで、少し遠回りして、実際にガレマル帝国の大使館を幻覚していきましょう。何、堂々としてれば大丈夫ですよ。もっと誰か出てくんのかな。まあ、帝国が支配してるぐらいなんで、まあ、それはあるよね。ドマを帝国が支配してる。あっちか。あっちだ。ああ、確かに、こうしてみるとガレマル帝国っぽいですね。マークと。全然東方っぽくないです。こちらは噂のガレマル帝国の大使館です。警備する兵士の皆さんの軍装にも注目してくださいね。エヨルゼが見たものとは異なるでしょう。ああ、確かに違うか。東方の、気候に合わせるために属州であるドマのために作らせたようなものです。どうか裏通りなどではあまり、軍装の兵たちにご注意を。宇沢紹介へようこそ。さて、この他にも極上の温泉宿や、長屋かな、花街など、ご案内したい場所もまだあるのですが、皆さんも再びお疲れします。そっか。温泉宿があるってのはやっぱですね。いいですね。そろそろ我らが東アルデナード商会の東方支店、宇沢商会へ向かいましょうか。まあ、あそこは、っすね。ガレマル帝国ですけど、まあ、こっちとかはまた違う感じですね。そう、入れるじゃんっていう話です。これ、見ればわかりますね。ここはガレマルで、ラザハンですね。あ、ラザハンあるんだ。ラザハン大使館あるんですね。なるほどね。はいはいはい。あれですよね。フラミーさんが言ってたとこですね。ラザハン。この辺後々出てきますから。金の匂いがプンプンします。暁の決明の皆さん、改めまして、ようこそ我らは、宇沢商会へ。この建物こそ東アデランズ協会の、東方支店です。早速、応接施設をご案内しましょう。ここは召喚の中でも特に重要な商談のために用意された部屋です。専属呪術師の手で入念に魔法的膨張処置を施してあります。膨張措置、ああ、そんなことできるんだ。ですから安心して内緒話もできますよ。暁の方々に活動拠点として提供させていただきますので、
久我滞在中は遠慮なくご利用くださいね。活動拠点。ありがたい申し出ではあるが、なぜそこまで我々に便宜を図ろうと後から見返りを求められても困るのだが。おお、当然の疑問ですね。これは我らが会長ロロリトからのお詫びとお考えください。戦勝祝賀会の一件では多大な迷惑をおかけしましたので。会長は言葉の上での謝罪に意味を見出さないお方。謝意を示すのであれば金か便宜かによってとお考えなのです。なるほどね。それに皆さんが東方にいらしたのはドマの反帝国運動を支援するためなのでしょう。であるならばその動きは我らウルダ派人にとっても好都合です。高評価お願いしますね。そこまで見抜いておられるのならあえて隠し立てはすまい。確かに我々はドマの反乱軍を支援するために夕霧殿や豪雪殿を探しに来た。ウルダ派にいらっしゃったドマの忍びのお嬢さんとルガディン族の侍ですね。確かに彼らはここクガネに来ています。詳しいね、やっぱり。本彼らは我が紹介の商船に乗って来られたのです。ただし到着後は紅玉海を渡る手段を見つけるのに随分と手間取っていた様子ですが。どういうこと？ちょっとよくわかんないんだけど。ああ、失敬。地図を使って説明しましょう。お、そうですね。いいね。海を渡んないとドマに行けないですから。うん、そうですね。我々がいるのはここ。島国である東の国の最西端に位置する貿易港クガネです。これに対してドマがあるのはここ。東州オサード小大陸のヤンサという地方になります。ヤンサ。つまりクガネからドマに向かおうとするなら必ず両者を隔てる紅玉海を渡らなければならないのです。ところが今困ったことにこの海が荒れています。古くから紅玉海にはドマにも東の国にも属さない海賊衆という独立した勢力が権勢を誇ってきました。海賊衆。操船術に長けた彼らが紅玉海を行き来する船から穂別船という通行料を徴収する見返りに海の治安を守っていたのです。25年前にドマがガレマール帝国に占領されてからも彼らが海の支配に関心を寄せなかったために長らく海賊衆は放置されてきたのですが、最近就任したドマの代理総督が突如として方針を転換。海賊衆と敵対し始めた上、連中と取引する者は全て帝国の敵だと宣言したのです。圧力に屈した東の国は穂別船の支払いを停止。そもそも動乱続きの大陸には近寄りがたい状況だったのに加え、海の治安も悪くなったのですから、もうめちゃくちゃです。海賊のような厄介っすね。いつ襲われるかわからないような海になったら、渡し船だってなくなるのも道理というものだわ。はい。そんなこんなであなた方の尋ね人はクガネ到着後に熱心に渡し船を探していたようです。ならば我々も渡し船を探すとしよう。夕霧殿や豪雪殿がすでに大陸側に渡っているなら、どちらにせよ足は必要になる。彼らがまだクガネに足止めされているなら、同じ目的を追ううちに追いつけるかもしれないからね。では当たるべき場所の心当たりがありますので、いくつかお教えいたしましょう。会長からはよくよく便宜を図るよう言われていますのでね。宝石商で働いてたんだよ。
ひとまず当面の目的が決まったね。東の果てに来てまでロレットと関わることになるとは少々予想外であったが、今使えるものは何でも使おう。ギラバニアチエタだから困難と隊長はラーバン局長たち。彼らの苦難を思えば足踏みをしている暇などないのだから。二人の足だ。なるほど。さて、遊戯ドンと豪雪ドンの足取りを追うにしても、全員で行動するのはいかにも効率が悪い。手分けをすべきだと思うがどうだろう。手分けするのか。いいんじゃないかしら。ただ、活動拠点を整える役も必要だと思うんだけど。よし、ではこうしよう。まずタタルはクアネの活動に備えて、荷ほどきと必要物資の買い出しを頼む。その間に、私とアリゼは、町の南側、カーズとリセは、町の北側で、それぞれ半国が教えてくれた心当たりを回っていこう。それと私が、船旅の最中にも書いておいた、尋ね人の人相書きを君たちに渡し、なるほどね。あれですね、うまいんですよね、確かね。これを使って聞き込みをしてくれるの。あれですね、石ガールドの時の店だなと。サンクレット探しね。ほら、うまいっすね。遊戯と豪雪の顔そっくり。これなら人探しも楽に済みそうだ。しっかりイラスト付きなんだ。それじゃあカーズ、部屋の外で待ってるから準備ができたら声をかけてよね。こういう才能あるんですけどね。これね、ちょっとね、確かにやらかすんですよね。ある日のくんはね、ちょっとここでやらかすんですけど。まあちょっとそれも楽しみにしましょうか。それじゃあ早速始めたいんだけど、アルヒノの書いた尋ね人の人相が聞いたら本当にすごいんだよ。ほら、あなたも一応見てみなよ。もう一回見せんのかよ。さっき見たよ、さっき見た。イベントアイテム、尋ね人の人相書きはクエストに上することでいつでも閲覧できますよ。試しにリセの近くで使い一緒に見てみましょう。これでこのやり方が初めて出てくるのか。これでもう使えばいいってことですね。やっぱり似てるよね。アルフィナが絵が上手いって本当だったんだ。って監視してる場合じゃないよね。最初のことからって温泉宿の、防海楼ってとこみたい。そこの主、主、カラクさんから当たってみよう。了解。来たね、温泉宿。ちょろっと温泉も見てみますか、じゃあ。せっかく来たんで。あれここじゃねえ。ここじゃねえわ。っすね、ここですね。イベントはこっちで宿になってて、で、温泉はね、確かこっちにあった気がするんですね。そうそう、ここから入れるんですね。で、あそこに、モンハンのコラボがあった。温泉になってますね。まあ、あれですね。当時実装された時この辺でまったりしてましたね。あとね、隠しがあってね、この建物の上の方に、あれですね、山登りしてると、ですね、風呂が一つあるんですよね。まあ、その辺も、あれですね、クガネの楽しみですね。カラック。おいでませ。やけどによし、引き傷によし、皮膚の病によし、海を望む温泉が自慢の宿、防海路へようこそ。おや、そこの手に持ってるのは一体誰です？止まってれば来てるのわかるよね、さすがにね。この人相書きに書かれている二人組の東方人を探しておられると。止まったことないってことか。申し訳ございませんが、お力になれそうにはありません。どなたが、いつ、この宿をご利用になられたかは、教えられないのでございます。教えられないんだ。なるほどね。そんな、はるばるユルザーからこの二人を探しに来たんだ。お願いだから教えてよ。ダメか。
こちらは、湯が、自慢の温泉宿。身も心もくつろげる場所でありたいと願っております。そういうゆえに、在入を、赤星組の、お侍様でもない限り、お客様について話さないが、開業以来の決まり。どうかご容赦くださいませ。そっか、ここでダダをこねても仕方ないね。カーズ、次の場所へ聞いてみよう。潮風亭のおかみ、ことかぜさんって人らしいよ。潮風亭ね。確か宿になってたんで、院が表すっすね。なんだけど、今はまだ、あるね。だからもう、今の時点でこれは入れると思うんですね。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。一応こんな感じの、完全に和風で、いいっすね。そこまで広くないですもん。あ、コンベントが出られたらできねえか、さすがに。パーティー組んで入れりゃいいんですけどね、宿やってね。基本的に一人でしか入れねえからな。潮風亭。いらっしゃい、極上の、純米酒が入荷しているよ。酒じゃなくて人探しをしてるだって。ことかずだんかっこいいですよね。アーラ族の忍びにルガ人族の侍の二人組ね。事情分かったけど、その質問に答える前に一ついいかい。お前さんたちは異国人のようだから言うんだが、海向こうのオサード小大陸が、動乱続きってことは知ってるね。25年前の帝国侵攻以来、反乱だなんだと未だに、騒がしい。それでもこの東の国が和を保ってられるのは対する陣営のいずれにも、加担せず、中立を維持してきたからだ。異常に思えるかもしれないけど、それが小さな島国の諸生ですね。とはいえ、ここは異国に開かれた港町だ。だからお前さんに、問われれば何でも答えるが、その代わりお前さんたち以外のものにも同じようにするよ。それでも言ってんなら何でも聞いておくれ。私たちを探す人がいても同じように答えるってことなんで。分かった、その条件で構わないから知ってることがあったら教えて。それじゃあ答えるとしようか。確かにその人相書きによく似た二人組が、工業界を渡る手段はないものか相談してきたよ。とはいえ最近は工業界に船を出すものは減っていてね、何人か、選手を紹介してやったが果たしてうまくいったか。そこまではわからないよ。選手の名は覚書きに記してやるから、あとは自分たちで調べしておく。ありがとう。助かったよ、ことがさ。今度はちゃんとお客として来るからね。ああ、待ってる、ジョーちゃん。お前先と、用意してるからいつでも来てくれよ。カーズ教えてもらった選手たちに話を聞いてみよう。手分けして、聞いてもらって終わったらこの酒場に集合ね。おっと、これあれか。モブハンのやつか。だからだな。しれっと持ってねえの混じってやろうとね。まあいろいろありますね。これとかね、昔交換したような記憶が。今度はあれですね。最終的に、あれはあれですね。エモート交換できたりするんですね。上だと思うんだよな。あれ違うな。違うっぽいな。こっちなんだ。あれこれランディングですよね。だからここじゃねえな。ここじゃなくて、この、どっから行くんでしたっけ？あ、こっちか。こっちだ。で、その船みたいなのがあるんですよ。
まずはここに一人。尋ね火とか。だったら尋ね火、相手を間違えてるな。俺は商人を運ぶことあって人が運ばない。侍風の大男についても乗船は拒否したんだ。女の方は知らん。女がいるようなら、花街の方でも探すんだ。花街にいる可能性がある。名前、風がついてます。あとこの下か、いるね。あそこにもいるね。ああ、人探しをしてるだって。確かにルガ人族のじいさんなら俺のとこにも来たが、渡し船を探してるとかなんとかだよ。だから断り入れて追い返しちまって、あんな危ない海を渡るのはごめんだってことさ。ただそのアウラ族の姉ちゃんの方を見てないな。手分けしてるんですかね、夕霧と豪雪。アウラ族とルガ人族の二人組を見知らないかですって。すみませんが、そのような者たちは見かけていませんね。私が見たのはルガ人族の大男だけです。しかも行き先が大陸だのと言って乗船を断りましたね。みんな断られてんじゃねえかよ、豪雪。もうあれですね、人相が悪いですからね、そもそも。なんせ、私の船はラザハンとの間を行き来する商船でして、オサーズ小大陸に立ち寄ることはないのです。この辺で頻繁にやっぱラザハンの名前出てきますよね。ラザハンに行けるのだいぶ先なんですよね。これで一回上、こっから上げられるんですね、確か。こっから上がって、そこ、こっから行けるか。ちなみに山登りは、こっからできますね。ここがスタートですね。ここがスタートで、こうやっていく感じなんですけどね。結構難易度高いです、ここ。結構難易度高いです。最初、あれですけど、ここからさらにぐわーって上に上がってやっと作って感じですね。ただまあ行くとね、探検手帳とかあるんで、まあですね、その辺を目当てで頑張るのがいいですね。あれですね、ここのすげえ難易度高い、頂上に行って、まあ1個の探検手帳取るのいいですけど、そこからダイブして、ですね、ここにもう1個あります。ここにね、あれですね、ジャンプするっていうの。あれですね。攻略動画とかあるんで、それは見てくださいね。俺の攻略動画じゃないですけど。はい、どこにいんだ？いたな。ちなみに俺は1回失敗して2回目で飛びました。あれはその良さと空振りだったみたいだね。こっちも有力な情報はなかったよ。なかなかうまくいかないもんだ。魚道現れ。来た、ナマズだ。ついにナマズ登場っすね。それじゃあ、アリヒノたちに合流しよっか。ってしまった。ことがりさんの覚書に載っていた戦士のことだけ一人だけ会いに行き忘れてたみたい。ほうほう。なんだか潮風亭の常連みたいだから、ウルター商会に帰る前に店内一通り探してみよう。魚道っていうナマズみたいな顔の漁師さんだっつ。なるほどね。いや、そこは行っちゃダメなんですけど、行かざるを得ねえのか。行かざるを得ないですか。魚道と話す。いたね、ナマズ。金太郎ナマズ。金太郎ナマズ。すげえ睨んでる。睨んでるな。ペペ、俺に何かよってか。わ、本当に喋った。喋った。失礼なやつっぺな。でも俺は久しぶりに懐も温かくて上機嫌っぺよ。心安く礼儀正しく要件を聞いてやるっぺな。ごめん、君みたいな獣人は初めて見たからさ、魚道さんだよね。この人相書きの二人を探してるんだけど見たことないかな。
はは、見たことあるも何も俺が助けてやった二人っぺな。大金渡りたいって頼まれたっぺ。本当相談してますね。それって本当私たちも船出しもしてくれる人を探してるんだ。だったら俺に任せられた一ぺよ。そいつらに追いつけるように急いで船を用意するっぺよ。ただし最近の工業界は危ないもんで、船賃はたんまり弾んでもらうことになるっぺよ。うわぁ。金取ろうとしてますね、しっかりと。あ、暁の活動資金からタタルもきっと許してくれるかなそれと他にも何人か乗せてほしい仲間がいるから、一度戻って相談してきてもいいかな。構わないけど急ぐっぺよ。日の落ち切った後、目立たないように出港するっぺから、準備できたら真夜中に黄昏橋に来るっぺ。ご教示です。最近のマンションはいいですね。ゴミをいつでも出せたり、宅配ボックスも便利です。よし、有力情報が手に入ったら、宇田橋岡に戻ってある日の立ちを合流しよう。今後について相談するんだ。というわけで、消化に戻りましょう。いかが知見だろうな。飛びましょうか。無駄が消化。トゥン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 。二人ともお疲れ様。こちらは主に、東の国の商船が出入りするという第一鳩場のあたり聞き込みを行ってきたよ。豪雪殿らしい侍が大陸側に渡る船を探して数人の戦士に声をかけていたという情報が得られたが、残念ながら遊戯殿が繋がる話はなくてね。こっちは大当たり。それがさ、なるほど、その魚道という獣人が遊戯殿と豪雪殿を大陸に運んだというんだね。しかし気になりますね。気になります。船賃はしっかりバッチリ値切り交渉すべきです。言い切ったね、ことだったら。相手の言い値で話を決めるなんて論外です。おー、そこも商人としては気になるところですが、実は魚道という人物、この方で借金を抱えている小悪党でして、商人の間では悪い意味で知られる存在なのです。そう言われていろいろと怪しく思えてくるわね。私たちが集めた情報では豪雪は一人で船を探していた。でも魚道は二人が来たと言って、まあそうですね、嘘ついてますね、確かに。たまたま船探しの時に別行動をとっていて、後から合流したとも考えられるけど。気になるね。もちろんそう考えると時間になっちゃうのだ。モーグリの銅像が気になりますね。ですが、ここ、クーはね、長方線の最前線、微妙な違和感であっても注意するに越したことはありません。あれ、ぬいぐるみなんですかね。彫像っすよね。新任のドマの、代理総督は、変異心の強い人物で、反乱分子狩りに、密告の類を大いに活用してるんだろうとか、我ながら考えすぎとも思いますが、あるいは。でも、魚道が豪雪たちを騙していたとしたら、それこそ見過ごしておけないでしょう。帝国言われたなら二人は捕まってるかもしれない。正直に船渡しをしてくれるなら問題なし。罠だったら魚道を踏んづかまれて、本当のことを聞き出せばいい。いや、怖いね。そう、この二人が怖いですからね。伊勢って本当にまっすぐよね。でも、私もそういうの嫌いじゃないよ。やれやれ、ならば荒ごとに備えて、タタルはここに残ってくれ。いざという時に備えて、私は君たち3人の背後を隠れて尾行し、罠だった場合にいつでも支援できる体制を整えておく。しかし帝国兵が現れてもなるべく戦闘は避けてくださいよ。クマネと、相し傷、ザト、ご法度、赤星組の侍に見つかると、逮捕はまぐなられますね。この前も、街中で乱闘騒ぎがあって、異国人が捕獲されたと取引先に来ました。緊急時にはすぐに逃げて、商館に戻ってきてくださいね。
心を入れ替えて正直者になってくれてくれないか。それだったら楽できる。いや、もうあんなもんどう見ても怖くと思う。あの顔見ろ、あの顔。悪い顔してるな。改めて確認しておくが、魚道との待ち合わせ場所に向かうのは私とリス、カーズの3人よ。ある日の身を潜めながら私たちの後を尾行する。魚道が帝国と通じた場所に、場合に備えてね。もしも魚道が怪しい動きを見せたらリスはあなたが力ずくで相手の身柄を確保してちょうだい。そしてある日の支援を受けながら素早く脱出。その後は赤星組の目を避けながらどうにかしてここ、ウルダー商会に戻ってくるといいわね。相手が正直者はいいんだけど、怖くとなら油断は禁物、気を引き抜いてかかりましょう。それじゃあ待ち合わせの、黄昏橋に向かうよ。あれこれなんか、あれっすね。なんかソロコンテンツのミニゲームみたいな感じになってるんでしたっけね。いや、ステルスですよね。メタルギアソリッドのステルスみたいな感じで、うまくかわすっていうか、バレないように行くっていう感じですよね、赤星に。こんなの早かった。この橋からスタートですかね。あ、やっぱそうですね、そうですね。いや、覚えてますよ。待ち合わせ場所はここね、有事に備えて装備の確認忘れずね、カーズ準備。戦闘もあるかもしんないと思う。了解。遅いわね。来ましたね。キお待たせしたっぺな。ついてきたっぺよ。いや、こんな声だったんかよ。まあ、怪しさ満点ですもん、声が。キちょっとどういうこと？船はどこにあるのよ？すっとぼけてますね。すまんぺな。船はずいぶん前に七に入れちまったっぺよ。七に入れてますね。旦那方、こちらだっぺよ。紅玉海を渡ってドマに行こうってやつらを連れてきたっぺよ。来たね。赤星組か？あ、帝国じゃねえ、帝国かよ。やだなあ、悪い予感ってどうしてこんなに簡単に当たっちゃうんだろう。すまんぺな。これも商売って。もうボッコボコにされるぞ、これ。話は後で聞かせてもらうからね。もう早速やられてんじゃん。捕まえてる。よいしょっと。それじゃ強行突破いっちゃおうか。まずはバトルか。カート。あ、アルキの方か。アルキは合流してますね。しれっと合流してる。
はい、オッケー。まあ、これで終わりじゃないっすね。うん。クガネを守る赤星組を動き出したみたいで、光線は現金どうにか振り切って召喚に戻りましょう。捕獲されそうになったらこの煙玉を使ってちょうだい。これ難しいんですよね。煙玉が使用できますと。捕獲されそうになったら利用してみましょうと。攻撃すると失敗ですもんね。まああれですね、スネークが段ボールに入るようになるんですね。これでうまくごまかしましょう。9回使えるね。縦に分かるよ。絶対に光線だけどね。ちょっといきなりいるじゃん。いや、ちょっと待ってさ、それはひでえよ。いや、それはひでえよ。いや、この使わざるを得ねえじゃん。ああ、まずは使えってことなんだ。なるほどね。はい。で、警戒しながら行きましょう。こっちしかないっすよね。いや、いるじゃねえじゃん。これ難しいっすね、これ。こういったタイミング行くしかねえんだもん。この位置はバレねえな。いや、早く移動しろよ、もう。移動しろよ、こんなんバレねえ。無理じゃねえかよ。こっちから行けねえってこと言ってんの。あ、いたいた。大丈夫だ。ルートはちょっとわかんないですね。こっちじゃねえのか。大丈夫そうですね。いや、そこいいんじゃねえけど。あ、オッケー、いいんじゃないですか。どうでしょう。隠れながら進まないと。いや、じゃあそっちもいいんじゃねえか。これ絶対ダメじゃねえかよ、このパターン。いや、まあそりゃそうなるよな。まあでも煙が9回あるから大丈夫だと思いますけどね。いない間に、スッていく感じですよね。ここ通らざるを得ねえよな。これバレて、あ、いけた。ラッキー。いや、今のはついてますね。本当は召喚するね。オッケー。オッケーじゃん。ここはダメか。ここはダメだ。逃げ道こっちだよっつってんな。どこだ？いや、どこにいんだよ。いや、ちょっとどこにいんだよ。こっちって言ってんの。あ、いた、これだ。見つからないようにね。あ、いた、いるじゃん、こんなとこに。よかった、無事だったか。我々も後人族の彼に助けられたんだ。ひとまずここに隠れておいで。謎の後人族。この自由キャラですよね。ペケペケいいかい、ここで隠れててよ。静かにしてなきゃダメだかんね。声が。御用だ。そこなる後人族、
異国風の4人組を見かけなんだが、気絶した獣人を担ぐバカ力の女もいたはずなのだが。バカ力の女。ああ、あの失礼なやつらだな。勢いよく走ってきてぶつかってきたのに謝りもせず向こうの方に行っちまったよ。おお、かたじけない。行くぞお前たち。必ずや不埒な異国人を捕獲するのだ。いや、ありがてえ。正反対の方に行ってくれましたね。もう大丈夫。今頃赤星組の連中見当違いのところを駆け回ってるはずだよ。あんたたち東アルデナード商会の人たちだろう。裏道を教えてあげるからさ。知ってんだ。ついといで。この声があれかな、サンクレットの人だったかな。確かね。グリーンワートは別の人っすよね。おお、よくぞご無事で。そうですね、サンクレットは登場してこないんで、まあもうなんか案の定、帝国兵に売られかけたんだけどさ。私たちを騙したナマズ野郎は捕まえてきたから。起きたら、夕霧たちの話を聞き出せると思うよ。サンクレット登場しないからもうサンクレットの代わりですよね。しっかりアサインはされてるけど。ペケペケ。すんばらしい手際です。赤星組が慌ただしく動いていたもので心配していましたが、さすがですね。赤星組に追いかけ回されたけど、こっちのソロバンって子が助けてくれたんだよね。そうですね、ソロバン。おいら、ソロバン、よろしくな。本当に助かったよ。しかしなぜ見ず知らずの我々を赤星組を欺いてまで助けてくれたんだい？ただの善意って言えればかっこいいんだろうけどさ。まあちょっと下心もあってね。下を。おいら、酒場であんたたちが東アルデナード商会の番頭さんに出迎えを受けるところを見てたんだ。それで番頭さんを紹介してもらえないかなってね。おお、私に何かご用でもおありですか？おいら見ての通りの後人族なんだけどさ、クガネとの商いで銭を稼いでるんだよね。でもさ、ベニコーラの後人族が帝国の傭兵になったもんで、おいらたち青コーラまでクガネの商人から怖がられてすっかり弱ってたんだよ。ね、ベニコーラっていうのと青コーラっていうのを2ついて、2種族いて、ベニコーラって方は帝国の傭兵になってると。なるほどね。だから東アルデナード商会みたいな異国の商人と取引したいなって思ってたわけ。でも襲ってくる獣人がベニコーラってことですね。なるほど。大方の事情は飲み込めた。ハンコックさん、彼は我々の恩人です。どうか商取引の検討をお願いできませんか？ああ、もちろんです。商売相手は多ければ多いほどいいもの。新規顧客は歓迎ですよ。やったね
そうだ。兄さんたち大陸に渡るための船も探しているんだろう。なんならおいらの船に乗せてやってもいいぞ。本当かい？何から何まですまないね。ぜひともよろしく頼むよ。いや、もう全然ナマズよりいい人です。いいやつですよ。合点だ。モフオジです。ホコリアレルギーなので掃除をすると喉をやられます。不便すぎます。なんで俺の出番はねえんだって。ウリエンジェもそう。ウリエンジェも留守番組ですね。お疲れ様カーズ。騙されたのは気分悪いけど先回りして対策できたのは良かったと思わない。まあ、真夜中の追っかけっこなんて当分やりたくはないけどね。ハケよな、まず。すごいね。ハケよっつってますね。さてそろそろ魚道が目を覚ましていてもいい頃合いのはずだよ。例の応接室有意や豪雪たちの行方についてじっくり聞かせてもらおう。怖いですね。尋問隊ですね、尋問隊。倒れてるまだ。もう目が覚めてるんでしょ？分かってるんだからすぐに寝たふりをやめないとさっきみたいなきついのをもう一杯味わってもらうよ。すまんぺよ。何でも言うこと聞くから許しておくれっぺよ。よし、本当に聞いてもらうからね。遊戯と豪雪、私たちが探していた二人について知っていることは洗いざらい話してもらおうか。もし嘘と言っていたことが後で分かったら。姉子に嘘だなんてめっさもないっぺよ。俺が会ったのは大男の侍だけっぺよ。大陸への渡し船を頼まれたもんで姉子たちと一緒に帝国人に紹介してやっただけっぺな。何が紹介や？帝国売ったってことじゃね。あんたって帝国の密偵か何かなの？密偵だなんてとんでもないっぺよ。紅玉会があれでまともに漁ができなくて困ってたところに帝国人が近づいてきたっぺよ。足短えな。クガネドマの民を見つけたら教えろ。そうしたら銭をくれるって言われたもんで。ただの密告者か。まあ帝国の密偵にしては間抜けすぎると思ったけどね。で、その侍はどうなったの？小さい姉子もさらっとひどいこと言うっぺよ。あの侍なら帝国人と切ったはったの、大騒ぎを演じた末に、赤星組の連中に連行されていったっぺ。うわ、捕まってるよ。捕まってんのかよ。まさか先日の乱闘騒ぎの主が、探していた豪雪さんだったとは盲点です。まさかの捕まってました。しかし捕まった相手が赤星組の話は簡単ですね。お役人の袖の、下を、温めてあげればあらし、厳重注意の上、釈放で決まりです。いやいかにもウルダハジンらしい発想であまり好きにはなれないが、この際、背に腹を変えられないか。ハンコクさん、手続きお願いしても。受けたわりましょう。これはハンコクが払うって言ってんの？金であれ解決しろっていうのはあれですよね。もう二度と魚道のことは担ぎたくないよ。だってすんごい生臭いの。生臭い。賄賂の費用を後で請求されないように油断禁物です。そうだよね。請求される可能性は普通にありますね。切られた花がムチムチするってよ。では私が懇意にしているお役人に話を通しますね。もしも豪雪さんの出迎えに行きたい方がいれば、赤星組屯場までついてきてください。街中にいる帝国人を警戒する必要もあるでしょうし、カーズ・リセ一緒に来てくれる？わかった。でも魚道はどうすんの？私が見張っていいよ。無事に豪雪殿が戻れば解放してもいいと思うが、ソロバンは、船の出港準備をお願いしていけるかい？合ってんだ。話がまとまったようですので出発しましょう。赤星組屯所は、召喚から出て北の方角です。いや、クガネ編長いっすね。結構ボリュームありますね。もう1時間経ってますもんね。いや、こ
この頃にしては結構ボリュームあるな。トンジ。ここは金で解決だから戦闘はないですね。では皆さん、私これからお役人と交渉してきますので、この場所で待っていてくださいね。ああ、僕の交渉うまくいくといいね。ひたすら待たされるという。遅いね。もしかして交渉はうまくいってないのかな。落ち着きなさい。どうせ役人と賄賂の額でも交渉してるんだよ。こういうのは気長に待ってばいいの。母さんもそう思うでしょ。あなたかもに落ち着くように言ってあげて。妹かよ、このうちなんか話せばいいのか。いや、なんかほら、ようやく会えると思ったらさ、ははは。確かに遅いね。せいやなんかやってるね。この声、まさか絶対豪雪だったよね。ちょっと行ってみよあ、もう勝手に。行くしかなさそうね。さすがっすよね。短期だとこうなっちゃうんですね。脳筋代表っすかね。文句だから。一本勝負あり。うん。決闘かなんかやってたんですかね。これにて10本選手、拙者の勝ちにござる。豪雪。なんと驚いた。お主たち、何故このようなところに。それはこっちのセリフだよ。ずっと探してたんだから。何が何やら事情が飲み込めぬ。ともかくお互い近況を語り合わねばならぬようでござるな。あれ、ハンコックはどこに行ったんだよ。呆れた。それで帝国兵と一悶着を起こして赤星組に逮捕された後、なぜだか意気投合して稽古試合をしてたってわけ。稽古試合。うん、10本選手で釈放という約束でな。侍だから。そして拙者は見事に勝利したところなのでござる。約束通り無罪放免ということでよろしいな。無論一度交わした約束をたがえるつもりはござらん。ただしもう二度と騒ぎは起こさぬようにな。しかしさすがはドマの侍大将、見事な腕前、すっかり感服し申した。お役人との交渉が終わってきてみれば、なぜに釈放になっているのです？金払う必要ねえじゃん。パッケージ。
今後の先行投資と考えればいいのでしょうね。そうだよね。金はしっかり渡してるってことですよね。再会と旅立ち。あ、やっと外っぽいね、これ。いやはや、拙者のために何やら走り回らせてしまった様子で、誠に申し面目ない。勝手に探してたのはこっちなんだから、豪雪が謝る必要はないと思うんだけど。そうそう、サード小大陸に渡るための船だけど、信用できる選手を見つけてあるから安心してちょうだい。この辺りも含めて話したいんだけど、一緒に来てもらえる。なんでござる。それじゃあ、ウルタハ召喚、応接室に戻って、アルフィノや、タタルたちと合流しましょう。だから、アルフィノの金の件、今じゃないっぽいね。もっと先だな。あれかな。クリアしてからかもしれないですね。いろいろちょっとごっちゃになってますね。メンツが違う気がする。豪雪の先輩おかけしたようで申し訳ない。しかしこの通り拙者はピンピンしておりますぞ。私は拙者を騙したナマズ男ではないか。このあった100年目、3枚おろしにしてくれようぞ。3枚おろし。すまないっぺよ。受け取った銭は出世払いで返すから、どうか許してほしいっぺよ。出世払い。絶対帰ってこねえじゃねえかよ。まあまあ、その件をおよいところでごせずお尋ねしたいことがあるんです。遊戯のが一緒ではないようですか、そうだよな。どこにいんだよ。ヒエン様の行方を探るため二手に分かれたのでござる。拙者は区外にいて遊戯や大陸側にしてそれぞれが捜索を行うつもりだな。あ、でも大陸側に行ってるってことなんですね。そのヒエンって人は。説明していなかったの忘れとった。ヒエン様とは、代々ドマを治めてこられた、国主一族の当主。拙者遊戯が使える君主でござる。今の当主ですね、ヒエンは。ドマは25年前帝国に占領されてからも独立を求める声が強くたびたび反乱が起こってきた。つい最近も大きな反乱があったのは知っている通り。帝国の次期皇帝をめぐる内乱に乗じて、ドマの民が決起したという戦いですね。そしてこれを、鎮圧したのがゲイのアラミゴ、総督ゼノスだと。しっかり、皇太子ゼノスの、力は圧倒的でござった。一時はドマ城を奪還するまでに勢力を盛り返した我らであったが、奴の、第12軍団が現れた形勢が逆転。敗北を悟った、ヒエン様は遊戯に民を託し、落ち延びるように命じると、少数の手勢を、率いて残ったんだ。民を逃がす時間を稼ぐために。ヒエン様は拙者と共に当地での戦いを続けとったが、激戦の最中に窮地に陥り、今や行方知れず。故に忍びの技に長けた遊戯を読み戻したんだ。現在、ドマは、ゼノスから相続の責務を、任された。夜露という来たね、右杖の下で、より締め付けが厳しくなっておる。このまま、残された民をその長くは持つまい。来たね。ああ、だからですね。夜露がいるんですね、今はね。夜露が、これかなりやばいですね。やばいですね。超名キャラです。事情よくわかりました。どうやらかなり苦しい状況のようですね。ド M 大喜びのキャラですね。はい、そこで提案なのですが、我々も反乱軍に協力させてもらえませんか。東方での反帝国運動の盛り上がりがギラバニアにおける戦いの一助になるとは考え、私たちは遠征してきたのです。なんとありがたい。どのみちクガネでは有益な情報を得ることができず、拠点に帰られるなと思っていたところでござる。ヤンサの地にある我ら拠点にて遊戯と合流する手はずになっておってな。まずは交尾海を越え、大陸を目指しますので。そういうことならある日のクガネに残って、タタルと協力しながら情報を一緒にお願いね。この町にはガリマール帝国の大使館があることだし。確かに情報が重要なのは道理だが、私も同行して力に。ペースを通じて働きたいって言ったの誰だったかしら。このメンバーの中で政治と情報の最前線で戦いのあなたたち二人だって見込んだんだけど。留守番ですかね。確かに帝国の情報を集めつつ反乱軍の偽情報を流せれば味方に利し、敵を混乱させることができるか。分かった、おとなしく従いよ。
タタルもいるから。ではでは皆さん行ってらっしゃいです。私船は第二鳩場にいるソロバンさんが準備してくれてるはずですよ。アルヒの留守番なんだ。アルヒの代わりが夕霧になるってことですかね。まあ、豪雪がいるからか。豪雪が、そっか、今いるから、豪雪、アルヒの代わりが豪雪ですね。で、まあ、夕霧とも後々合流するって流れか。鳩場。で、やっと外ですね。やっと外ですね。よかった。いらっしゃい。船の準備はバッチリだよ。そうそう、紅玉会に向けて出港するけど忘れ物ないかな。準備完了だよ。いい返事だね。よし、出発。なんでどっちの選択肢を真似してんだよ。出発するから船に乗り込んでちょうだい。まずは紅玉会の玄関口、紅玉台を、目指すよ。があるから船なんていらないんですけどまあいいでしょうどうせ移動はマウントがメインになるのナレーション入るでしょディセル西にオサード小大陸、東に東の国を望む紅玉海。日の出時に赤く染め上げられる様子からルビーの海って意味の名前が付けられたそうだ。そんな紅の海に私たちは漕ぎ出す。ドマの城があるというオサード小大陸を目指して。うわぁ、網の見柱、あれですね、こう、4.0 の時点で存在してなかったのにもしっかりありますね、今の時点で。まあ、そうですね、実装されてますからね。ディープダンジョンですね。さあ、紅玉台場に着いたよ。やっぱり紅玉会広々して最高だ。商品をいっぱい仕入れた後だとなおさら気分いいよね。水をかき分けて。さて、あんたたちを大陸側に送り届けるにはこの紅玉海を横断しなきゃいけないんだけど、ちょっと準備がいるんだよね。紅玉海にはさ、昔から海賊衆っていう人たちがいて、通行する船から略奪してるわけ。ただし通行料、個別線っていうのを払えば大丈夫。礼儀としきたりを守る奴に味方してそうじゃない奴らは、容赦なく奪うのが海賊衆さ。結局金かよ。ってなわけで、まずはすぐ西の島にある杯島まで、個別線を払いに行くよ。ねえ、カーズ、すぐそこの島なら泳いで行ってみない。泳ぐのかよ、結局。船じゃねえのかよ。小さな船に乗ってたから、体が巻き巻き。あ、ここまでが船で来たっていう流れなんだ。なるほどね。ああ、それは気持ちよさそうだね。やってみるといいよ。結局泳ぐっていうね。おいら、船を移動しながらならなきゃ、泳がない人を乗せてってあげる。じゃあ、西の島で合流ね。あ、アルフィノがいねえからちょうど良さそうですね。全員泳げるっていう流れですね、これ。アルフィノとね、ウリエンジがいるとね、かなりめんどくさくなるんですけども、今はいないんで良さそうですね。僕はフライングできるんで、行っていきますけど。
本来はここをこう通ってるっていう感じですね。うん、大丈夫そうだね。たまにはこういうのも戦いの前のいい準備運動になる。結構ね、海がいっぱいあって楽しいんですよね。ちょっと晴れてねえのが残念ですけど。それじゃあ島まで一気に行っちゃおう。モフおじです。おかんが俺が生まれる前に階段にこけたらしく、ケツにあざが少し残ってるんですよね。ひどい話だ。泣き。先の見えない旅のいきなり全身びしょ濡れなのねって言ってます。しっかり船に、リセだけか泳いできた。なるほどね。そりゃそうなるよね。さすが脳金属ですね。来た来た、こっちも無事揃っているよ。おっと、モブがいるね。それじゃ早速、海賊士のところへ行こう。いつも通りなら上の見張り台のとこに、不遇同僚の淡水って人がいると思うんだ。じゃあ、まずモブをやらせてください。あ、レベルは62か。いや、まだ62か。長いっすね。てか、あそこにごっついのいるんだ。あれ、モブじゃねえ。ああ、70か。ダメだ、青だ。青じゃダメですね。リスキーモブね。対象じゃねえ。してもしょうがねえもん。よし。まあ、対象の人に残してあげましょう。で、ここですよね。ハリセンボン。もうトゲってゲットしてますね。いらねえ。淡水。イケメン淡水だ。おお、ここはじゃ珍しいなりだ。お前、名前は？声も渋くてかっこいいんですよね、淡水君。そう。カーズ、もう一個様だ。俺は淡水、海賊衆の副統領を務めさせてもらっている。ソロマンを連れているなら偶然ここを立ち寄ったわけじゃねえな。じゃあ筋を通してもらおうか。金だ。金。海賊衆の副統領。さて、ホベスセはなんで支払っていく？そのなりだとギルか？構わないぜ。今じゃ外貨の方が重宝するんだよ。支払いならオイラからするよ。その分も含めて取引させてもらったからね。はい、今回の分、これで大陸側まで渡らせてもらうよ。悪いよ、この3倍はもらわねえと、今の大しけの、攻撃界は完全に渡りきれんぞ。うわ、最悪だ。足りねえのか。ちょっと、いつの間にそんな相場が上がっちゃったのさ。こっちだって道へ稼ぎ方したくねえんだ。だからクガネから来たんだろ。わかるだろ。今、攻撃界は誰も彼も、避けたがる、戦火の視野です。それ唯一入り込んでくる船もあれと来れば、稼ぎ回らず相場も上がる。あれっておとり込み中すみません。淡水さん、連中の船がまた無断で入り込みやがりました。俺たちで止めにかかりましたが、聞く身を持ち出しません。急いで応援に来てください。とか、帝国っすかね。わかった、すぐに行く。ソロバン、お前が乗ったっていう儲かる話なんだろう。稼いだら特上の魚介と、酒を振る舞いに来いよ。今回はそれでいい。商談が成立ってことみたいだけど、何が起きたのかちょっと気になるわね。ここは戦火の視野なら、情勢は知っておくべきじゃないね。淡水を追いかけて様子を見てみようよ。って顔してますね。行くなーって感じですね。その場からしてみたら。しかも地味に遠いし。鬼川町もあっちっすね。すごいっすもんね、煙が。これか。
あそこにいるね。あそこにいますね。誰だ？ベニコーラじゃないですかね。ベニコーラっぽいね。赤いもんね。帝国もいるわ、やっぱり。まあそうですね。傭兵になってるってことですね。なるほど。おい、お前ら。うちの若いのをずいぶん邪険に扱ってくれたらしいな。こちとら海賊衆だ。煙たがるのはまあわかる。だが、補別船をいただかねえことには、この先の航海の安全は約束できねえぞ。そうもあからさまに虚勢を張られると、いっそ哀れみさえ覚えるな。これまで貴様らに勝手を許していたのは、単に小林は捨ておけとの命が下っていたからのこと。小林は捨ておけ。しかし我らが代理総督殿は、海賊衆のことがお嫌いなようだ。なるほどね。小舟一艘でも襲撃されれば、それが海戦の口火となること。貴様らもよーくわかっていよ。小林は捨ておけってのはどう見てもゼノスのセリフですもんね。で、大理総督の世継ぎは、嫌いだから、もう好き勝手やっていいよってことですね。くっそーそれだけご自慢の後ろ盾をお持ちなら、小銭くらい景気よく払ってもらいたいもんだがね。その喧嘩を勝ちてやるほど暇ではない。行くぞ、船を出せ。可愛いピンイラつくな。帝国の横暴はどこに行っても同じ。支配する者と支配される者にしかならないんだ。昔から何かにつけて補別船を渋る連中だ。好き好んじゃいないものの、仲違いをしたつもりもなかったんだがな。俺は東の国の出だが、海賊衆にはドマ出身のやつも多い。ドマの代理総督様はそれが気に入らないらしいのさ。帝国の活動への干渉を禁ず、さもなくば敵とみなす。なんて事実上の服従勧告を投げてきやがった。おかげで俺らはすっかりハリボテだ。黄人族が帝国についていたのは彼らも脅されているの？あいつらは勝ち馬に乗っただけさ。もともと傭兵業も盛んな一族だし、抵抗はねえんだろう。ま、そのあたりの事情はそろばんに聞くといい。おって、野郎、罰が悪くて引っ込みやがったな。確かにしれっといねえわ。ねえ、あなたたちは帝国のせいで困ってる。ドマ出身の仲間だって多いはずだよ。それなのになぜ帝国と戦おうとしないの？勝ち目がねえからさ。さてはお前ら、ドマ反乱軍の残党とその助っ人ってとこか。お前らも惨敗した口だろうに、そそのかしてくれるなよ。帝国軍との戦力差がわからないほど俺らは素人じゃねえ。それに仲間はみんな泣く泣く故郷と過去の因縁を捨てて海賊衆に入ってるんだ。国に報いず報いられない、それが俺らさ。ま、このままだと
おまんまの食い上げなのは事実だがな。一矢報いて散るか、いっそ飼われて甘い蜜を吸わせてもらうか、うちの棟梁も決めなきゃならねえ。代理総督様の粛清がいよいよ海岸付近の村にも及んでるそうだしな。たく、これ見よがしに脅してくれたもんだぜ。粛清。なんとあの女狐め、また悪行を重ねておったか。こうしてはおれん。一刻も早く大陸側に渡り、村々の様子を確認せねば。そろばんを踏んづかまえて船を出すでござる。さんのボール遊びするときに左を使うぐらいですかね。あいつらの補別戦は受け取ってる。好きにさせてやれ。俺も一度報告に帰るぞ。一生懸命そろばん探すって流れか。よし、早速そろばんを探すでござる。拙者の目と記憶が曇ってなければ、そろばんと帝国兵を守っていた連中とは後人族の中でも異なる部族であるように見受けられた。であれば、そろばんに悪気があるとは決めるのは早計よ。ほとぼりが冷めるまで杯島で、待ってるかもしれない。一度戻ってみるでござる。そうだね。色が違うもんね。これ、エーテライトがねえからめんどくさいっすよね。上の方はあるんですけどね。これ NPC なのか。うん、見られた。セリフはないんですね。どこにいんだ？ここじゃねえのか。下かよ、まさかの。下だわ。いたいた。いましたね。こんなとこで隠れそうね。ごめんよ、あいつらベニコーラの後人族を見つかると面倒だし、あんたたちも怒るかもって思ったらつい。オイラたち後人族にもいろいろあるのさ。だけどオイラはあいつらと違うんだよ。本当だよ。あんた信じてくれるのかい？嬉しいな。ありがとうよ。あんたたちが信頼してくれるのはきっちりバッチリ船渡しの仕事を完遂するよ。さあ、大陸側を目指して出港だ。了解。モサード小大陸。張り切ってるよ。さて、張り切って出港の準備をするよ。また結構な距離を移動するから、ここらでやりたいことがあったら済ましてきてね。ついでに海賊種に一声かけてきてくれると助かるな。支度が終わったら、船の前で集合だよ。了解。さすがにもう及ばねえだろ。あれ、あんたはさっきの、もしかしてもう出港するのかい？補別船を受け取っていることはし構わないぜ。その前にヨーロゼアでも何でも利用して、金を落としてってくれると助かるけど。まあ、そんな昔落としたから、それで勘弁してください。どこに行くんですかね？上の方に行くって感じかな？海賊士に声をかけてくれてるんだね。ありがとう。これで準備は万端だ。やり残したことがないならそろそろ出港するけどいい？よろしく頼む。それじゃあ船を出すよ。目指す海岸沿いにある漁村、イサリ村だ。あ、イサリ村か。ということは西の方ですからね。ちょっと待って、淡水や海岸付近の村にも粛清が及んでるって言ってたわよね。念のため村を直接つけないで、少し離れた浜に下ろしてほしいんだけど。
ガテンだ。さあさあみんな乗って乗って。粛清って言ってるから四つが出てくる流れですかね、これは。ついにお披露目ですかね。てんてんてん。てん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 。はい、到着。船旅お疲れ様でした。ご要望通り、イサリ村の近くに着けたよ。これでオイラとあんたちの取引も完了かな。うん、確かに大陸側まで渡してもらったでござる。もしのような良き商人と出会えたこと感謝いたす。そうやれと照れるな。けどオイラもいい取引ができて助かったよ。あんたちがこれからどうするか知らないけど十分気をつけていくんだよ。生きてたらまたいい気にね。いよいよここから本格的にドマ解放に向けて活動開始だね。アラミゴの時と一番の違いはこちらの存在や抵抗が知られていないことよ。それが少人数で活動する私たちの強みであり、正直言ってほとんど唯一の勝機でもある。慎重に様子を探りながらってことだね。タンスが言ってた大総督の粛清ってのも気になるな。ドマの人たち無事だけでいいけど。大丈夫かな粛清なんかしたらもう手出しちゃいそうですよね。であればまずは、イサイ村の様子を見るべきでござる。宮隠せよ。憎き帝国兵どもがおるようだ。早速っすね。いや、今、まさかいるじゃん。粛清です。反乱の後とはいえ警備が厳重すぎると思うのだけど、ちょっと異様な雰囲気ね。いや、拙者も長く離れてはおったが、おそらくこれは常の状態ではござらん。一足遅かったのか間に合ったのか。ねえ見て、誰か来る。来るか。いやー来たね、四つとグリーンワートもいるわ。来ましたね。興味キャラス。おお、見間違うものか。奴こそドマの大敵、主の仇、祖国を売り飛ばした代理総督世継ゆでござる。じゃああれが先の反乱で帝国の手引きをしたっていうドマ代理総督世継ゆ。それに後ろに控えてるやつってグリーンワート。ああ、隅々まで貧乏が染み込んでるね。まったく、まさしくドマの村だ。おかげで酔いも覚めて気分が悪くなってきたよ。なーに、そんなに怯えないで。考えてもごらんなさい。これまで25年間ドマは帝国の属州として生かされてきたんだ。嵐が過ぎれば逆らわなければきっとまたのうのうと生きていけるよ。そのために私はお前さんたちの忠誠を問いに来た。どうすればいいかはガキでもわかるだろう。だというのに。今朝、海を見張っていた黄人族がこいつを捕まえたんだ。この村の住民で間違いないね。クガネにでも逃げようと思ったのかい？はあ、バカはかばいきれないね。
他のお利口さんたちはこうならないでおくれよ。それで言うべきことは？おら帝国に忠誠を誓う。命令には決して背かね。いいね、よくできました。それじゃあその言葉の証を立ててもらおうか。モフおじです。ネタバレ、助言は禁止となっています。応援をメインでよろしくです。もう下水ですよね。あれを殺しな。逃げ出そうとするなんて帝国に後ろ暗いものがある証拠。忠誠を誓うならできるだろう。オラには家族が。すまねえ。本当にすまねえ。いやー、これ出ちゃうかね、豪雪あたりが。ああ、撃っちゃうか。最高。私、お前さんみたいな人は好きよ。じゃあ次。そこの老いぼれどもを殺しなさい。うわ、最悪だ。労働力にもならない連中は帝国に不要でしょ。そんな。オラの夫とおっかなできるわけがねえ。どうかそれだけは。いや、そうなるんだ。まあ、撃たれるよね。いや、豪雪は黙ってねえか。うん、今はこらえるんだ。いやー、これ絶対無理っすもんね。いやー、無理だろうな。その通りよ。あんな至近距離で人質を取られてたら、ろくに動けないわ。下手に決着がつかなければ、帝国軍の警戒を煽って、不意をついての解放運動が難しくなる。ドマの民だって、どんな制裁を受けることになるか。止めてくれるな。拙者は今すぐあの狼藉をやめさせねばならぬ。いや、ダメだよね。そうなるよね。今は落ち武者なれども、拙者はドマの侍大将。奴らに姿を晒し、あえて囚われれば尋問にもかけられよう。お主らはその隙に策をなせ。そんな、あんな奴相手じゃ命の保証がない。あなたの目的はドマの奪還なのに、こんなところで死んでもいいっていうの？その時はそれが拙者の役目であっただけのこと。天命が尽きるまでは決して死なん。何より拙者こう見えて捕まるのには慣れているでござる。クガネでのこと。でもそれとこれとは、仲間が死ぬかもしれないのをみすみす見逃せないよ。リセ、あの敗北の後だもの。気持ちは痛いほどわかる。でも負けた私たちだからこそ、きっと今までよりも前を見なきゃいけないんだわ。今後も踏まえて解決策を出すのは少しばかり難題よ。辛いと思うけど時間稼ぎをお願い。ただし死ぬのは絶対回避すること。いいわね。承知つかまつった。お主らは一旦ここを離れ、北東に見える塔を目指せ。そこにいる連中とならば奇策も浮かぶやもしれぬ。では行くでござる。なるほどね。まあそうですね。攻撃会はまだ終わるわけないですもんね。そうだね。
どいつもこいつも本当にバカだね。骨の髄までくだらないドマの精神にどっぷり。結局生きなければ何もできないっていうのにね。いい加減にせぬか、夜露。これは随分と大物がかかったようだ。その者らにこれ以上の狼藉は許さぬ。拙者の身柄で手を引け。さもなくばここで千人斬りの刀を抜こうぞ。捕まえな。そこの酒場ででも話を聞かせてもらおうじゃないか。怖いね。あれですよね。ボコボコにされると思うんですよね。最悪ね、私。頭より体が動くなんて言っておきながら、いきなり想定外すぎて一瞬おじけづいたわ。でも上等や豪雪にやってることを失策になんかさせない。まるって解決してやりましょうか。まずは言われた通り北東の島にある塔を目指す。目立たぬように3回して島に渡って、ここから一番近い岸で、再集合よ。どっかで助けに行くっていうシーンが出てくるってことか。まずはじゃあ北東に向かいましょう。止められるんですかね。普通に行けますけど、普通に立ち去れとか言ってます。いや、酒場にも入れねえってことかな、この時点では。入れなそうですね。無事でよかった。帝国兵にも見つかっていないようね。あの塔に何があるのかな。そこにいる人たちと協力してみろって豪雪は言ってたけど。地図によるとここは、おのころと、あの塔は雨の御柱っていうらしいよ。今だけは少しある日の得意げなうんちくが聞きたいかも。私たちはとにかく行ってみるしか。あるある。矢が刺さってるね。まだ倒したばっかりっていう感じだ。この先にいるのが戦える仲間ってことだったらありがたいね。塔を目指して行ってみよう。豪雨と出てきましたね、そうそう。いや、違うよ。あいつを倒したのは私たちじゃないからね。勘違いされてるからだよね。だったら、やるしかねえのね。伊勢一緒に何台か引きつけて走るわよ。カズは残ったやつお願い。やらなきゃいけない。2体ぐらいやるんですかね、結局。2体ですね。敵より弱いからいいっすね。でおっと、またいるよ、リスキー。全然対象になってねえな、リスキー。よかった、そっちも片付いたので、こんなところでやられたら笑い話にもならないよ。それで改めて塔を目指そう。少なくとも今の獣で倒せるくらいの猛者がいるんだ。きっと突破口が見つかるよ。普
普通の B 級とかそっち系だったらやるんですけどね。このフェイトか。うわ、大ボスじゃねえかよ。うわ、昔ひよこさんと二人でやって時間切れだったやつ。これいくつなのかな、ちょっと62になるってことですかね。66か。ちゃんと、あれですね、時間があれば大丈夫ですけど、10分じゃ無理ですね。15分以上ないと2人でやるのちょっときついかな。結構かかるよ。モフおじです。テレワークになって1日4回は眠い。ベッドも近いし、じいじい。ここは塔の元、たもと、エーテライトもあるし、小さな集落みたいな。ああ、来たね、この BGM。いやー、懐かしいな。この BGM 結構好きでしたね。それにしてもかかってる旗に見覚えがない。確か杯島にもあってるの。じゃあ、ここにいるのって。通る。砦に集いし、ムトンか。あの旗からして間違いない。ここにいるのは海賊衆だわ。基本的には、こっちが本拠地かしらね。そうですね。つまり、豪雪は海賊衆と協力できれば打開策が見つかるかもって言いたかったんで。でも彼らは。説得するしかねえってことですかね。躊躇してでも始まらないか、とりあえず話ができそうな人を探してみましょう。補別線を払ったんだから襲われはしないでしょう。確かに。雨の見晴らし、そうそう、ディープダンジョンはここにあります。あ、タンスいるじゃん。ちょうどいいとこにいるね、タンス。どうしたお前らゾウゾウと。大陸に渡ったんじゃなかったのか。なるほどな。俺たちの立場は前に話した通りだが、なお交渉したいっていうのは俺が止めるどうにもねえ。ついてきなうちの棟梁、ラショを紹介してやるよ。いきなり棟梁と面会か。失敗できないしさすがに緊張するわね。よし、ここは私に任せて、レブランストールで学んできた東方の礼儀実践している。なるほどね。妹の喧嘩。こういう感じでいく感じですね。使ってる。お初にお目にかかりますらしいども。こたびいきなり厚かましいことと存じますが、どうしてもお願い申し上げたい。うわぁ、似合わねえ、リセ。こっちの式の礼儀作法とか間違えちゃったらごめんなさい。けど仲間のためにどうしても力を貸してほしいんだ。正すべきところにいろいろあるが、俺たちとって行儀の悪いクソガキの集まりだ。誠意を受け取る。楽にして要件を聞かせてくれ。豪雪といえばドマの侍大将か。なぜ俺たちを訪ねると言ってるかについては予想がつかないでもないな。前にも言ったが、海賊士は国を捨てた奴の集まり。大昔からどこの国の、真珠の誓いが立ててこなかった。25年前にドマが侵略された時も1年前の反乱の時も、不干渉を貫いていたわけだ。そんな俺たちがイサリ村の帝国軍に戦いを仕掛けたとしたら、帝国の連中もこっちに駐屯して長い。事情を知るからこそあくまで、海賊衆の暴動としてドマ反乱軍の属人が別個に扱うだろうよ。私たちが加担していることにではバレずに豪雪やイサリ村の人たちを救い出せるわけね。だったら。ダメだ。海賊士はそこまで泥をかぶってやる理由がない。その策によって今救える者もいるだろう。だから帝国は海賊士を攻撃する建前を得ることになる。そうだよね。それでうちの者が何人死ぬ。帝国に士の吉見だ。事態が落ち着くまでここに滞在するのは構わない。だからそれ以上願ってくれるんだよ。ひとまずは分かったらカーズリス行きましょう。この
の流れはあれですかね、お使いパターン入るかな。いや、お使いパターン入るかな。悩み解決のパターンですかね。まさかね。だってもう行くとこなくなっちゃうもんね。ねえカズ、うまく話がつかなかったけど、このまま引き下がっちゃダメだと思うんだ。私たちだけイサリ村に乗り込むことはできるよ。でもそれじゃ豪雪のくれたチャンスもあるものでも苦い経験も無駄にしちゃう気がして。そっか、リセでもそんな風に思うんだ。私も同感。だから、海賊衆とこじれ前に一旦引いてきた。今はまだ彼らと私たちが互いの事情を押し付け合っただけでしょ。本当の交渉はここからよ。信頼を築くにしても弱みを逃げ出してもらうにしても、まずは海賊衆のことをもっと知らなくちゃ。手分けしてこの拠点の様子を見て回りましょう。来ましたね。お使いたん。出たよ。情報を集めるんですね、とりあえず。この船が気になるのかね。ちょいと古いがひときわ立派なもんだな。俺たち海賊数は、小早っていう、小型の船でささっと獲物を取り囲むのが、主戦法なんだけどさ。ちょいと大きな戦の時はこの、艦船も出すんだよ。とはいえ、最近はほとんど、出番なし、いっそ帝国の連中から剥ぎ取っちまえばこんな苦労。なんて、言うはやすしだけど。ドゥンドゥドゥドゥンドゥ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 ンドゥ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 ンいねえな。あ、これですかね。積まれた情報なのこれ。情報なんだ。よくわかんねえけど。略奪や攻撃でいたらしき品が集められている。箱の中身はほとんど空っぽだ。情報っぽいっすね。あれなんかもう一個消えたんですけど、どこに行くんだもう一個。あそこだ。保管されたブグ。武器が無造作に置かれている。最近使われた痕跡がなく手入れもされていないようだ。使っていない。戦いはしてないってことですね。いろいろと見聞きしてきたみたいね。リセが戻ってくるのを待って情報共有しましょうか。お待たせ。気になるところを一通り見て回れてる。淡水も自分で言ってたけど、海賊衆は、大総督4つの打ち立てた政策によって、まともに活動できていないみたいだね。そっちはどうだった？きっかけがあれば動いてくれそう。私も、彼と同じ見立てよ。みんな帝国の横暴を福に思いながら、ギリギリのところで生活を保っているよね。それもいよいよ立ち行かなければ、海賊衆は帝国に牙を向くか従うかを選ばざるを得ない。決定下っていない今なら、交渉次第で共に戦う道を選んでもらうことだってできるはず。帝国との戦いは負け戦ではないと思ってもらえればね。だったら私たちで実力で見てもらって信頼を勝ち取ろうよ。口で理想を語れる行動で示すでしょ。来たね。わかりやすくていいじゃない。こう見えてかなりやるってこと。可及的速やかに密接でやるの。もう脳筋揃いだからもうそうなっちゃうよね。あとはどうやって信頼してもらうかだけど、こういう時はやっぱり困ってる人に協力を申し出るのが一番だよね。私拠点の西側見てくるよ。カーズと、アリスは他の場所をお願いね。ここでやっぱゲットするんですね。東方不能人。あそこで初めて使いましたもんね。うわー、3つある。しっかり3つありますね。いや、もう近いやつくれるかな。アフ。
船酔い海賊。少し船に乗っただけでぶっ倒れるなんてほんとだらしのない男だね。お頭に見られたらはったわされちまうよ。あんた見かけない顔だけど新人かい？まあ新人であろうとなかろうとこのアフミ様の命令を聞き、すごいね、アフミ様。ははまずは下でいっぱい引っ掛けてる。青雲から、一社の丸、眼薬を、もらっておいで。そして、相当桟橋に伸びてる船酔いの海賊に薬を届けておやり。ほら、わかったんならさっさと守るよ。王子です。普段ラーメン食べてるので、喜んで届けさせていただきます。ははブイーン。これか。ビッグ、ハーフミ姉さんの使いだって。ほら、どんな船酔いでも一発で治る。力車の眼薬を持っていきな。それにしてもその眼薬を必要とする海賊衆がいるとはな。普通海で生きる男ってのは先によっても船酔いはしないもんだぜ。まあ、先酔いはしないよ。気になるね。めちゃくちゃ遠いじゃん。船酔いの海賊。陸だっつうのに海みたいにゆらゆらしてやがる。多くの眼薬は、そこに頼ると仲間から小馬鹿にされるんだけど、今は頼らずにいられねえ。あんたわざわざ届けに来てくれてありがとうな。アフミ姉さんに船酔いが落ち着き次第仕事に戻るって伝えておいてくれ。また上に登んなきゃいけないんだ。いや、これ大変ですね。これ。そうじゃって普通にそこをなんか行き来しなきゃいけないってことですね。飛べないんで。僕だとこう行けますけどね。眼薬を届けてくれるありがとう。あのバカはドマの、酸素装置でね、反乱の際にうちに逃げ込んできたものを海に慣れてないんだ。なるほどね。あ、ドマ育ちなんだ。加えて緊張と悪夢でろくに寝れないまま、船に乗るからますます船酔いしちまうんですよ。哀れだが、ここじゃそういう経歴の持ち主は珍しくもない。お頭の羅生さんだってドマの生まれ、あ、そうなんだ、ドマ生まれなんだ。25年前帝国に親兄弟を殺されて海賊士に来たんだってさ。そういえばあんたは海賊士じゃないんだってね。違うならそういやいいのに、自身を使いこなすなんていいやつじゃないか。いっそ本当に海賊士に入っちまったらどうだよ。私が一人前の海賊に育てたり。いや、入りたいのやまやまなんですか。まさかの勧誘されてますね。はい。じゃあ、あと2つ。火事か。あれもこれも勝て。あんたの船に、自信があるのか。だったら一つ危険な仕事を任されちゃくれないかね。ここから西の浜に俺が射殺した牛気が放置されてる。そのムクロから、使えそうな矢を引き抜いてきてくれ。ついでにそいつを解体して、牛気の、お肉をもらってきてもらえると、持ってきてもらえると助かる。まあ、それだから簡単な仕事なんだが、撃っちまったのが若い牛気でね、ムクロに近づこうとすると怒った、群れの仲間が襲ってくるのさ。妻が頼んだぞ、腕自慢。結局戦えってこと。矢を取った後に肉をゲットしろと。うっそ。うっそ。これを。じゃあ報告して。
トゥン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 。お無事みたいな。使えそうなやと牛気のお肉は回収できたか。結構がっつり取ってきたっぽいね。さすがデジマン。完璧な仕事だな。自分で飼っておきながら後始末を任せて面目ねえ。牛気の肉は栄養こそあるものまずくてな。よっぽどのことがなければ食わないんだが、今はすでに致しかない窮地を、そうですね。食料不足っていう話ですね。嫌なことにしてもそう、質素、倹約なんて海賊に似合わねえが先行き不安でね。まずは、無事に回収できたことを喜ぶとするか。迅速な仕事のおかげで事情を知らない奴が向こうに近づいて、牛気の群れに襲われそうなこともなかったしな。どうした服装の顔して。何やともあれ、あんたが本当に腕の立つやつでよかったよ。ありがとう。服装の顔してる。よくわかるな、この表現。これか。荒波。俺の、出航。おい、そこのお前、うちの新入りを見なかったか。見回りを任せたんだが帰りを起こすって。探しに出たいんだが、俺は見張りをしなきゃなので。すまないが、この取り手の北西のあたりで新入りの海賊を探してきてくれ。あいつにはほとんど困っているな。変に無口だが何考えてるのかさっぱりわからん。はい、広いね。でねでんでんでん。でねでん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 。でん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 。撮影上はねえからな。違うのか。うわ、何パターンがあるパターンだ。一番奥だと思うんだよね。これかな？オッケー。岩陰のあたりに人影が見えてきてさ、話しかけてみよう。こっちかよ、しかも。いた。親友の海賊。見ない顔だけど、お前は。おっとすまねえ、もうそんな時間か。先日、みんなで送り出した先輩が迷わずあの世に行けたか心配で海を眺めていたんだ。俺たち海賊数は死者を、小舟に乗せて海原へと送り出す。海に生きた者は死んで海に帰るってわけさ。だが死者に未練がある場合、弔いの船が陸に戻ってきちまうと言われているんだ。先輩はこの苦境の中で少しでも稼ぎを得ようって、怪獣か荒れ狂っている海域に向かってさ、やられちまったんだ。そんなだから未練なく、漕ぎ出してくれたか心配だよ。けど、先輩は船を戻ってきてよかった。あの人のことはあとは任せたって笑ってるかもな。ありがとう、気も済んだし帰るよ。いいやつだったね、シーリー。めちゃくちゃ顔の濃いオスラでしたけど。手間かけたな。さっき新入りが戻ってきたよ。で、一体あいつはどこで道草食ってたんだ？何？弔った船が戻ってないか確認してただって。無口で何考えてるか分からねえ奴だと思ってたが、心意気あり立派な海賊士だったか。俺たちは、国主の代わりに仲間を思いやるものだから。ガキの使いみたいなことをさせてすまなかった。だがおかげでいろいろと安心できた。ささやかだから礼を受け取ってくれ。何ももらえてないんですけど。ああ、もう一個ぐらいありそうっすよね。もう一個ぐらいありそうですね。立ち寄せる波。波乱ですか。ああ、お前さっきから随分活躍してるみたいだ。でも立つし信頼できる畑で、それを見込んで俺からもリアルさせてくれ。頼みたいのは、たける、飛びザメの駆除さ。サメ奴ら俺たちがちょっと目を離した隙に大事な食料や桜を持っていっちまうんだ。
しかもかなり剛毛でな、倒すのに一苦労だが手を貸してくれると助かる。おびき寄せで殺してそこの魚を使うという。何匹か駆除したら、東の浜辺と同じ任務に当たってうちの中身を報告してくれ。よろしく頼みます。サメ退治です。エアコンつけっぱの方が電気代抑えられると言いますが、時間で寒くなったりするので難しいですよね。湿度も低くなったりするので加湿器での調整も必要です。62円。おっと、もう一体どこだ？あれ、冷蔵。どこだよ。あ、いれるな。すん。すん。これっぽいね。よいしょ。すん。ああ、助かった。すみません。突然、後人族に襲われて。俺の他に誰か助けませんでしたか？一緒にいた仲間が先に連れて行かれて。そうですか。さっきの後人族は俺たちに出身を聞いたんです。ドマだと答えたら、ヨツイ様の命令で連行すると。なるほどね。クソ、あの女、ドマ人に根出しにする気が。俺はおかしなにと報告しに戻ります。助けてくださって本当にありがとうございました。危ないっすね。来てなかったらやられてたってことですもんね。あれここじゃねえな。アリスですね。ってことはもうこれで終わりなんだ。ああ、カズ、そちらの人仕事してきたのかしら。こっちは暴れ回ってた怪獣を討伐したわ。リセは喧嘩をふっかけてきた海賊種の力島を華麗に吹っ飛ばしてみせたんだ。すごいね。帝国と戦う力があると証明するにはまだ足りないかもしれないけど、まずは一目置かれで何かあったの？襲われてました。後人族はドマ出身の海賊種をさらった？ヨツってやつどれだけドマ人を虐げたいのよ。私たちも急いでラッシュのところに向かいました。そういう状況なら彼もこちらの交渉に応じる。そうだね。いえ、違うね。私たちで彼を助けられるかのよ。行きましょう。ああ、これがきっかけですよね、まさにね。参戦のためのきっかけです。ああ、お前らか。いろいろと働いてくれたらしいな。すまねえ。恩に着る。で、こっちの事情は分かってるんだよな。知ってて俺らのとこに来たんなら、そちらさんの申し出には察しがつくが。まあ、件報告するね。ええ。代理総督ヨツユの暴挙は、もはや海賊衆としても見過ごせないはずよ。改めて力を貸すから手を組んでほしいの。まったく俺が良すぎるってもんだろ。さてはお前ら綺麗ななりして疫病神の類か。疫病神の類。淡水、やめておけ。この件は彼女たちの差し金ではない。それは俺たち全員が分かっていることだろう。
海賊衆に逃げ込んだドマ人を連れ戻してなぶり殺す。いかにもあの代理総督が好みそうな暴虐だ。さらわれた連中はイサリ村に連行されている可能性が高い。それで俺たちが仕掛ければ報復として皆殺し。動かなくともじわじわと壊滅に追い込むという魂胆か。どの道ろくな選択肢はない。だが仲間を一手に失うくらいならばしばし針のむしろに座して挽回の兆しを待つ、それが海賊衆統領としての返答だ。挽回を待つ。それは動かないってことか。さらわれた仲間を見捨てるってことだよね。そんなことを一度でも許せばあなたたちは命より大事なものを失うかもしれない。本当にそれでいいの？ねえ、一つだけ交渉の材料がまだ残ってるの。我ながらひどい思いつきというか、ちっとも楽じゃなくて明暗とは言い難い泥臭いやつ。泥臭いやつ。巻き込んでもいい？巻き込むきたね。何を今さら。あの人たちをこのままにしておくなんてできないもんね。どこの国でだって帝国に虐げられる人を見捨てたくない。私も何でもする。ありがとう。あなたたちの主張はよくわかったわ。だったら私たちが挽回の兆しとやらを見せてあげる。思わず立ち上がりたくなるようなとびっきりのね。結局そっちが危惧してるのってイサリ村にいる兵に太刀打ちできるかどうかじゃなく、その後ドマに控えてる帝国軍から報復を受けることでしょ。その不安を払拭するわ。私たちはあの村と仲間を救った後にドマそのものを解放する。そして今それをなすだけの実力があると示してみせる。そうね、敵の戦力を削ぐって意味でもここらの後人族を一手に引き受けるのなんてどう？ここらの後人族まとめて対峙するって何ですか？後人族をお前らだけで？はっ、バカ言ってんじゃねえ。そんなこと。だからできるんだな。きっと思ってる以上に強いわよ。特にこの人はバカみたいな絵空事を何度だって現実にしてきた。私たちの出す成果を見てかけてみたくなったらイサリ村の奪還で答えてちょうだい。東の海賊が博打嫌いでないのならね。どうするよ棟梁。こうまで言われちゃ尻込みしづらいぜ。ならばお手並み拝見といこう。来たね。来たね。後人族退治。どこにいるかっての聞かないといけないです。あれリセはどこ行った？あれちょっとね、リセがいなかったんですけど。あれあれいねえぞ。もういいか。まあいいや。はい、ああ、美しい玉道。
お前たちだけで後人族を引き受ける。そちらはそう提示したからには、海賊士は観客に徹するぞ。ただ、うちのものを世話してくれた礼はしておくべきだろう。後人族について一つだけ教えておく。帝国の軍門に降っているのは後人族の中でもベニコーラと呼ばれる一派だ。それに反発し、帝国以外の人と、攻撃を続けている、青コーラという一派を訪ねれば、策の一つも得られるかもしれない。青コーラの集落は南東の別光島にある洞窟から行くことができる。あとはお前たちの出方次第だ。まず青コーラですね。ご丁寧にどうも。私たちの活躍を見逃さないよう、あなたたちの後人族の動向に注目しておいてる。じゃあ早速別光島に向かいましょうって、いつの間にか理性がいないの探してこようか。そうっすよ、いねえんだよ、いつの間にか。いつ消えたんだよ。ついに下に降りてる。モフ王子です。スーパーに行くとご当地のカップラーメンとか置いてあるが、普通にこんなとこに。味は保証しなくていいので、ご当地のラーメンをいろいろ置いてるラーメン屋さんが近くに欲しい。あれカーズ、どうしてこんなところに。で、ほっつき歩いてたのは私の方か。考え事をしたらここまで来ちゃったみたい。慣れないことはするものじゃないね。もしかして私は勝手に、大見え切ったから不安にさせちゃったかしら。違うよ。むしろね、とっさにあんなこと言えてすごいなって、それで私、もっと頑張らなくちゃった。そういう考え事したんだ。なるほどね。交渉一つ自分じゃできない。姉さんの真似をしてたけど、中身は全然だ。ほんとこんなのでみんなを助けられるのかな。こんなに遠くまで来たけど。いいぜ、あなた。違う。そういうのなしって決めてるんだから。次行こう、次。後人族をおとなしくさせて、海賊士のみんなを仲間にする。それでどこに行こうって言うんだっけ。まあ、理性の成長物語ですからね。グレーヘン。アリゼ。最初にギラバニアへ入る前にね、ここからに引き取られてるコボルト族の友人に面会したくって、私、リムサロ兄さんに行ってきたんだよ。あれか、ガブの件か。はい。で、それ自体は今関係ないんだけど、ともかくその帰りにタルトの美味しそうな店があって、まあ私はタルトよりクッキー派なんだけど、全部終わって落ち着いたらそこへ行きましょう。カーズももちろん強制連行だから。何の話してんのヤシタラも誘っていい。元気になったら会期依頼をしなくちゃだし。女子会になっちゃった。そうと決まれば進みましょうか。目指すは別光島。青コーラの集落。いいんですかその、女子会に参加しても。どうなってんだあれか。このあれですね、海を泳いで渡らないといけないってことですね。まあ、順番に行きましょう。あそこにエテライトありますけど。こっから入っていくっていう流れですね。こっから入るっていう流れですね。ここは別光島でいいのよね。同じような島が多くて分かりにくいったら、青コーラの集落や動物で繋がってると言われたけど、もう少し内側を探してみましょうか。あの情報もらわなかったら無理ですね。来れないですよね。しかも普通のルートじゃもう、ここか、洞窟は。これはね。これはもう下に降りていくってのがですね。こう行って、本当はこの辺とかに、あれですね、探索手帳とか多分あったと思うんですよね。これ確かに、って上に飛べるんですね。確かに。そう。あ、これは上に行けるだけか。これは上に、戻りのルートっすね。だから本来ここジャンプして、こう行ってっていうルートもできるっていう。この辺なんかあれですね。あれですね、探検手帳合ってる気がします。なんかいましたね、グーブーが。あれ、プレイヤーかな？何かしら？妙に明るい気が。
来たね。海の拠点。いやー、すごいっすよね、この。すごい。これは、大きな水泡の中。私たち、海底にいるんだわ。息できますもんね。あれ、聞いたことある声だなって思ったけど、あんたたちだったか。ソロバン帰ってきたんだ。そろばん？なんでこんなところに？なんでも何も自分の拠点だしな。じゃあもしかしてここが青コーラの？そうだよ。おいらたちの青の玉水へようこそ。いや、いいっすね、野間編。なんか冒険してる感があっていいっすね。まさかここで知人に会うなんてね。だけど少しほっとしたわ。早速ソロバンに、事情を伝えて、紅コーラを抑え込む方法がないか相談してみましょう。青コーラと800万の紙。それで、どうしてここまで来ちゃったのさ。波に足を取られちゃった？ほう、なるほど。これは重大な取引の予感がするぞ。とりあえずついてきておいでよ。長老の文鎮様を紹介するから、直接交渉するといいよ。来たね、文鎮。文鎮もね、誰かの役のね、二役だった気がしますね。全然覚えてないですけどね。歓迎しますぞ、お客人方。そろばんが良い取引をさせていただいたそうで。これね、お得意様と蛮族クエスト両方あるんですよね。結構リッチですよ。はじめまして、青コーラの長老さん。早速だけど、相談に乗ってもらいたいことがあるの。なるほどなるほど。帝国軍に組みする後人族、つまり紅コーラの連中をしばしおとなしくさせておきたいということですな。彼らとあなたたちはあまり仲が良くないって聞いてるけど、一応は同族なんだよね。こんな相談やっぱり嫌かな。遠路はるばる海底まで来てくださったことじゃ。わしら後人族のことを少しお話ししましょう。わしらはこの世の神羅万象を織りなす八百万の神を祀っておりますのじゃ。神々はこの世におわす際、しかるべきものに宿られる。古きもの、一品と呼ばれるもの、曰くのついたものなどが
特に好まれると言われておりますな。黄人族はそういった神の宿りし者、あるいはそれにふさわしき宝を集めることで代々繁栄してまいりました。しかし一大勢力を誇るガレマール帝国を敵にしては、宝物を探すにしても元手となる金銭を稼ぐにしてもあまりに厄介でございましょう。そこでベニコーラの連中は私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。でもさ、ガレマール帝国ってのはどんな神様も認めちゃいないんだってね。だからベニコーラたちは神様のことを隠して単にお金を稼ぎたいふりをしてるんだってさ。そこんとこおいらはどうかと思うんだよな。神様を大事にするためやってることのはずなのに、本末転倒っていうかさ。さあ、獣人の神様といえばっていう感じですね。しかり、まったくけしからんことじゃ。バチの一つも当たるべきでしょう。もとよりわしら青コーラは武力ではなく縁の力、すなわち交易や商売によって宝物を集めんとしております。されど昨今のベニコーラの振る舞いによって縁は断たれ、得るべきものが得られなくなっている。わしらもそろそろお冠ですぞ。それじゃあ協力してもらえると思っていいのかしら。もちろんですとも。ベニコーラのやつらの首をヒュヒュッと引っ込める方法を教えてしんぜましょう。ただしわしらの秘蔵中の秘蔵を明かすことになります。ゆえに互いを信頼の糸で結ぶためにも先に一つ取引をしていただけませんかな。まさかの使いですかね、これああ、さすが長老、うまいこと言ってがっぽり稼ぐ算段だ。使いじゃねえはっはっは。そろばん、それは口に出してはならんぞ。ともかく例の件についてお客人方にご案内するのじゃ。合点だ。なんかちょっと不安だけど、ここはやるしかないのかな。まあそうなるよね。いや、毎回セリフがね、ウリエンジェクラスに遅くて全然進まないですね。残念。
それじゃあ今回の取引内容を説明するね。オイラたちは八坂の勾玉って宝物を探してるんだ。法人族にとって伝統的な宝でさ、最近まで東の国の国主が抱え込んでたんだけど、帝国にごまをするため献上されるって分かってんね。いても立ってもいられなかったベニコーラの連中は勾玉を乗せた船を襲撃。だけど不幸が重なって勾玉は海中に消えたちゃったのさ。オイラたちはそれを回収したい。けど、ベニコーラと鉢合わせたらめんどくさい。だからあんたたちにそれをお願いしたいなって。なるほどね。つまり海中で探し物をしろってことできるかな大丈夫。窒息しないようおまじないをかけてあげるよ。ただおまじないに宝物が必要だから、まずは上の浜で今から言う宝物を集めてきてね。剣台の万年具とよじれた、紅サンゴ、それから運気から手に入る無傷の大兜だよ。そういうことなら手分けして集めましょうか。私は貝を探すからリセはサンゴ。カーズには無傷の大兜を頼んでいい。そっか、そうですね。ここで初めてそっか、海中を泳げるようになるのか。そうだ、そうですね。グレンからでしたね、海中を泳げるの。なるほど。なんかいるべき NPC がいないっすね。やっぱシナリオに合わせてあるな、シレット。シナリオに合わせてあるわ。なるほどね。そうですよね。全然違う。いてはいけない NPC が本来いますからね。これ早くていいですね。よいしょ。こいつまたこんなとこにもいるのね。いいっすよ。まずはこいつを戦えとか。いやでもいいじゃねえけど、リセとアリスがいいのに、この敵は俺がやんないといけねえの。しかもさ、もうすぐ出た、すぐ出てる。というわけで行ってきましょう。飛んだ方が早そうだな、飛びますね。いやー、最高品質でグレンの旅を楽しめるのいいっすね。今まで最高品質の高品質だったんで。やっぱ違いますね。画質が。あれどこにいんだあれこれか。どうかな無傷の大兜は手に入った確かに、ピッカピカな大兜だね。これなら立派な宝物になるよ。お待たせ、よじれた紅サンゴを取ってきたよ。砲台の、剣台の、万年具もこれでいいかしら。大きさの基準は私の拳なんだけど。どれもバッチリだよ。これを海に追わす諸々の諸々の神様に捧げて、あんたたちを海に迎えてくださいってお願いするんだ。そしたら水中でも自由自在に過ごせるようになるから、八坂の勾玉探し頼んだよ。それなんだけど、勾玉って私たちが、持ち運べる大きさなので、ね、もう広い海から探し出すなんて可能なの。そりゃ難しいけどさ、探してもらいたい場所はそれなりに絞られてるんだ。この集落の周辺にすでにオイラたちが捜索済みなものがあるとしたら、西側の海底なのさ。そっちの海に関しては水位の里の人が詳しいから、海に出たらまずそこを目指すっていう。ここ以外もあると。海底に人の集落があるの。そうだよ。特別なアウラ族の人たちがいるんだ。詳しくは指揮役の潮祭さんを探して聞いてみるといいんじゃないかな。アウラの集落ですね。まあそういうことで、うちの集落に他の用事があるならおまじないをかける前に済ませてきてね。そうですね。この辺はアウラ全盛期の時代ですもんね。ちょこちょこアウラ出てきますね。大海原に、泳ぎ出せ。用事はもう大丈夫。だったらおまじないを始めるよ。まずはオイラが集めてもらった宝物は海に備えてくる。あなたたちは、村の北西に泡が薄くなってる箇所があるから、その前あたりで待っててね。
指定された場所はこの辺りよね。それじゃあソルバーが戻ってくるのを待ちましょうか。お待たせ。無事にあんたたちの分の捧げ物を海に捧げてきたよ。そのままでいいんだ。捧げのものでいいんだ。これで準備は万端だ。早速おまじないをかけてあげるからそこに並んでよ。おまじない。それじゃあ肩の力を抜いてオイラの唱えることを心の中で復唱するんだよ。モフ王子です。私の分身はヒグマです。悲しい。海におわしますもろもろの神様、暗きもの、輝けるもの、流れるもの、よどむもの、大海原を満ち引きさせるありとあらゆる神々よ。このもの奉る品々の捧げ物をお納めになりて、陸の汚れを払い、和田罪の美しみを賜らんと申すこと、いざ着こしめせとかしこみ申す。かしこみ申す。病院これでもいいんだ。はい、おまじない完了。これであんたたちとあんたたちの刺激する獣くらいは水中でも不便なく活動できるんじゃないかな。マウントも泳げるよってことですね。はい。かなって本当に？体に変化があったようには思えないけど。多分大丈夫だよ。でもあくまで水中にいられるようになっただけで泳ぎが達者になったってわけじゃないかな。私は泳げるけどアリゼは平気？よくぞ聞いてくれたわ。アルフィノは泳げないけど私は水泳が得意よ。どうやってるよ。アルフィナ泳げないからね。そう。アルフィノは泳げないけどね。2回言うなよ。だけど人の体は水を捕まえにくそうだからな。急ぐ事情もあるみたいだし、特別にオイラたちと仲良しの怪獣を紹介してあげるよ。なるほどね。これマウントをゲットできるって流れなんだ。何はともあれ海に入ってからだね。さあ行ってみよう。お、早速行ったね、アリゼ。一番手に。いやー、この能力は便利っすよね。こんなのできたらもう、ダイビング機材とかいらないっすよ。陸地にいる時とまるで変わらないわ。ダイビング機材、重ったらしいの一切持たずにこういけますからね。それじゃあ早速助っ人を呼んでみるよ。見ててごらん。スイスイって来てくれるはずだから。来た。エイだ。エイがワンスが来たね。あなたたちが助っ人？あ
りがとう。海の果てまででも行けちゃいそうだ。そんな遠出はご勘弁願いたいけどね。豪雪も羅生たちも待たせてるんだから。もしそいつらとはぐれちゃったら、おいらに声をかけてくれればまた呼ぶからさ。気をつけていってらっしゃい。行こう。この海の先に探し物はきっとあるよ。相棒。潜水解放来ましたね。いや、ここでやっとっすね。やっと潜水ができるようになるってことですね。ソロバにかけてもらったおまじない水中を潜水できるようになりました。早速水の外に目指して進んでみましょう。水中にある都市には、円形の出入り口から入ることができますよと。だから水上に出たときは、潜水可能な場所でコントロールスペースキーを打つことで再び潜ることができますと。まあ、島 A を借りましたと。あ、借りたっていう感じなんだ。まあ、ゲットはできてねえんだ。ソロバに話しかけることで再度起乗できますよと。あれかな、バンドクエストかなんかでこれ正式にゲットできるのかな。今の時点でゲットできないっていうのがあれですもんね。まあ、ざっと流しておきますね。はい。水中向け妹が使用可能になりました。あ、これですね。水中。じゃあとりあえず向かいますね。はい。やっぱマウント乗ってると圧倒的に速いですね、移動に関しては。乗ってないと遅いですからね。よいしょ。もうこれ降りたらいなくなるのかなっていう流れですね。はい。ここはソロバンにした水の里だよね。本当にアウル族の人たちが住んでるみたいだ。うん、いるね。よし、早速聞き込みして、必ず、ヤサカニの、マガタマを見つけて帰ろう。潜水できるようになったことで、水中向けの妹アクションが、使用できるようになったと。非食に暮らすため。じゃあどっから当たろうか。ソロバンは確か仕切り役の潮祭って人に聞いてみろって言ってたよね。他に当てもないし、その人を探すしかなさそうね。たださっきから、里の住民に睨まれてる気がするんだよ。よそ者だから当然かもしれないけど、少しだけ気を引き締めていきましょう。警戒してるってことですかね。歓迎はされてなさそうですかね。なんかいる。いますね。キューアザラシですかね。この人はそうなのかな。お引き取りを。見せ物ではございませんよ。いきなりごめんなさい。私はリセ。それにアリゼとカーズだよ。私たちは水の里の仕切り役をしている潮祭さんを探してるんだけど、あなたでよかったかな。うん。そのおっしゃりようだと、青コーラの紹介ですか。仕切り役などと名乗った覚えはございませんが、死水球のか。宮塚さんの潮祭と申します。よかった。早速だけど聞きたいことがあるんだ。ヤサカニのマガタマっていう宝物のことなんだが。失礼ですが、それ以上は口にせぬようお願いします。私どもは外から変化を持ち込まれることを望みます。よその宝物を巡る騒動など持っておかござい。いやー、ちょっとこれまたお使いの流れじゃねえだろうな。頼むぜ。キューまたお使いして心を開くなるか。急べ。少々静かにしていてください。ともかくあなた方のご要望にはお答えいたしかねます。申し訳ございませんが、しばらく早くお引き取りください。ねえ、そもそもここはどういう集落なの？私たちが居住するのもそれなりに理由がありそうだけど。
ここ水の里はアウラ水の集落。我らが死水の死水の君くんか。紅玉姫を、中心として、一度土の中に作らせております。その起こりは古く、アウラレンが各地を散り始めた際、争いを避けんと、海底に身を寄せた者がそのまま定住し、独自の文化を発展させてきたとされています。歴史上諸国と、協力関係を結んでいたこともございますが、基本的には最低限の関わりに、交わりに、とどめるのが私どもの生き方。特にドマが戦火に飲まれてから25年は、姫様のご指示により、外との関わりを極力、断って立っているのです。極力か。確かに生活に必要な全てのものを、この集落内だけで賄えないでしょうからね。だったら私たちも例外として認めてもらえない。里の、不利益になることはしないし、騒ぎ立てもしないから、ただ話を聞かせてほしいのよ。モフおじです。ご勘弁ならぬことはならぬです。あらごと、望ませぬゆえ、あなた方を叩き出すような真似をいたします。個人的に声をかけるものがあれば、それも、許しましょう。しかし、里全体としては否なのです。宮司いたる私が、進んで、協力するなど到底できません。どうかお引き取るよ。仕方ない。とりあえず向こう行きましょうか。ダメらしい。これかわいいっすね。子供かな？子供ですね。神道密脚。あっちでもこっちでも協力を取り付けるだけのことがこんなに難しいなんてね。およそ25年荒海を以上長きにわたって、帝国の影響下に置かれてきた土地に変化をもたらす。確保してたつもりだけど壁ばっかりだわ。何か手を考えないともう少しだけ無事でいてよね。ご挨拶。イベントだ。豪雪かな一方。そうですね。一方イサリ村。まあ、やられてるでしょうね。まあ、しかもブリアートで。ブリアートで殴ってますね。いい加減、この汚い酒場でお前さんの相手をするのも飽きたんだけどね。黒脇っての女狐が国を売って偉くなったものよ。聞き飽きてるのよ、そういう負け惜しみは。では苗売りの意味語と呼ぶか、それとも差し配の家父と呼ぶか。詳しいね。こうして祖国を蹂躙し、お主の気は晴れたでござるか。この言葉嫌がるんですね。そこまで調べてあるのなら問うまでもないだろう。私の腹は底なしの沼。満足にはまだほど遠い。辛い過去を背負ってきてるってことですね。もっともっとひどくしてあげる。お前さんたちの泣き声と哀れに地を這う集体でこの耳と目を慰めておくれよ。でもお前さんはずぶといからね。うちのデクノボーに殴らせてるより亡き主君様の首を持ってきた方が喜ぶかい？そう、ドマの殿君カイエン様。帝国に国を落とされ総督に操られる仮初めの将になっても
お前さんにとっちゃ大事な主君様だったものね。いや、FF6 と一緒っすよね、海援。ドマの主君。だもうやられちゃったってことですね、帝国に。25年前、せっかく命を見逃されたんだ。そのまま犬として飼われていればよかったものを、ここに来て反乱なんて企てた上、民を逃がして討ち死になんて。FF6 の配信でおじいさんって名前にしてましたけど、海援ですね。ねえ、あの日、お前さんはどんな気分だったの？主君を守れず、自分だけ生き延びて。まあ、主君と国を守れなかったのは初めてじゃないか。お前さん、25年前も帝国兵に負けて牢につながれたんだもんね。聞いた話じゃ、主君の元に戻るため帝国の兵役まで甘んじて受けたそうじゃないか。まるで修羅のごとき殺人剣だったって今でも伝説よ。帝国の兵役や。いずれも事実にござる。お主相手に今さら問答するようなことではござらん。いやあね、そんなに睨まないでよ。あたし、生きるために手段を選ばない人って好きよ。あたしとお揃いだからね。そのよしみで交渉してやろうって言ってるんだ。帝国のお上の方々がね、ドマの王たり得る者の身柄をとっとと確保しろってうるさいのさ。つまりは海援様の息子、あんたと一緒に逃げてたはずの飛燕様のことをね。死体の場所でも構わないから白状しておくれよ。さての、お主の飼い犬が殴ってくるものですっかり忘れてしまったでござる。続けな。こんな仕事もうまくやれないんじゃ、今度は地の果てに左遷されるよ、デクノボー。地の果て。左遷はもう嫌だ。早くエオルゼアに戻ってあいつに仕返ししてやりたいの。いやー、恨まれてるね。いやー、まあ、すごいですね、相変わらず。海底探索。状況は正直なところ行き詰まっている。手がかりは得られないんじゃ、勾玉探しを続けること自体、得策とは言えないかもしれないわ。ねえ、カズ、あなたはこれからどうすべきだと思う？いや、もうこうなるよね。片っ端からとか絶対無理ですもんね。里の人たちと交流を図ってみる。そうね。もし、陸からいらっしゃった旅の方ともお見受けします。少しお時間よろしいでしょうか？まあ、どれを選んでもこういう流れか。多分ね。突然お声掛けして申し訳ございません。私は、イハナミ、それと妻のユウナギです。あなた方は外のドマの状況をご存知じゃないでしょうか？もし知ってるのはどうか教えていただけたら。ドマ出身か。なるほどね。理由を伺っても。実は我々の娘がドマ反乱軍に身を置いております。もともとは佐藤の乏しい娘ではございましたが、1年前の戦以降は、生死もわからぬもので。なるほどね。反乱軍なのか。あ、遊戯だ。遊戯のちょっと待って、遊戯夫婦じゃねえけど。娘の名は遊戯と申します。どこぞその名でお気になっておりませんか？うん。うわ。そりゃびっくりだよ。知ってますもんね。ああ、確かに面影ありますもんね。
それであの子は無事なのですね。なんと俺を申し上げたらよいか。こっちに来てからまだ会えてないけど、遊戯のことはもうきっと大丈夫だよ。それにしても彼女は水の里の出身だったなんてね。ここは陸の国々と距離を置いていると聞いたけれど、遊戯はどうしてドマの忍びに？きっかけはあれが、まだ幼子であった頃、遊び仲間と共に陸に上がり、こっそりドマに入った彼女は、母国を、燃える、ドマ人の少年に出会ったそうです。俺は飛燕のこと言ってんのかな？彼から帝国の脅威を聞いた遊戯では、里に戻った後、戦に備えるとの必要性を説いた。しかし、私も妻も里の誰もが取り合いませんでした。それがかえって彼女の期間があったのでしょう。数年の後、遊戯は忍びになると言って水の里を出て行きました。そんな彼女、先代の紅玉姫は、戦乱をもたらす者として危険視しました。二度と戻ってはならぬと里から完投したのです。なるほどね。私たちはあの子の親なのに何もしていられなかった。誰よりも里を持っているまっすぐで優しい子なのに。モフおじです。あなたはせめて娘を救ってくださったこの方々に協力して差し上げられない。変わったといえばもみあげに白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。であればしがない石膏である私でもお役に立てるかもしれません。マガタマは我々ですら音に聞く秘宝。翡翠のようにありながら時に浮世のものとは思えない神秘的な光が放つとか。それを重比人気に、人影にするのは、乱暴かもしれませんが、私が光る石を採集するときに使っている、薄い闇ゴールドを、渡しました。これを重ねれば、周囲の、石に応じて光り出します。薄暗い、海底では、探しやすく格段に上がるでしょう。それをもって心で南西の沈没船へ。海流の関係で物が、積水しやすい場所なのです。一度調査してみる価値はございましょう。思いもいらない収穫ね。早速行ってみるとしましょう。どうぞお気をつけて、言葉ばかりで心苦しくございますが、皆様の無事と志を、遂げられることを願っております。そしてもし、遊戯と再会することがあれば、父母も、兄弟も健在で、あなたを思っているとどうかお伝えください。折を見て必ず伝えるね。協力してくれてありがとう。言ってきます。よし。で、どうすればいいの？アリゼーと話すのってますけど、あそこか。からも普通に出られるんですね。海底探索。いた。これが目的の沈没船のようね。この付近にマガタマが流れ着いていることを願いましょう。それじゃあ、薄い闇行と、カフカに見て、光の反応がないようだったら少し場所をずらした方が良さそう。うわ、これ難しいですね。指定地点が表示されません。マップに記された範囲内でイベントアイテムの作りをして、光らずに石を探り当てましょう。とりあえずとにかく探してゲットですよね。使いまくって。遠くで何か光った。遠くって言ってますね。この辺とかじゃないですかね。お、来た。光る石が埋もれているようだ。来ましたね。OK。光り輝き石。これが目的の品ですかね。やっぱり普通に目視したのはダメね。それなしでも見当たらないよ。カズ、あなたの方はどう？
これ、そろばんがキーした特徴にぴったり間違いない、やさかいの勾玉が来たね。まあ、形は勾玉っすもんね、確かに。やった、すごいわかず。ついに私たちも幸運が巡ってきたのかも。ここから一気に追い上げていくわよ。円に結ばれて。有義のご両親に成果を報告したいところだけど、ここまでかかった時間を考えれば一刻の猶予もないわ。俺は後日にして、青のタム水に戻りましょう。マガタマは、あなたに返しておくわね。長老さんに渡して、対ベニコーラの秘策を、伝授してもらわないと。OK です。じゃあ帰りましょう。ビューン。確かに。お客人方、よくぞ戻られましたが、マガタマは無事に回収できましたか？ほっほっほ。確かに安川のマガタマは間違いありませんな。回収していただき感謝いたします。それじゃあ取引は成立。あなたたちの信用を得られたと思っていいのかな？もちろんじゃ。広き海原から海洋に小さき宝物を、探し出すには、宝物とお客人方を結ぶ縁士が、必不可欠。それこそわしらも最も尊ぶものであるが。縁士あるものとの取引は巡り巡って必ずや幸いをもたらしましょう。ついでベニコーラの対策に協力いたします。そろばん例のものは準備できているのをお客人方にお渡しするのじゃ。これは祭事用のナイフかしら。しかりそのことは、特別な封印を立つも、後人族の本拠地、ゼキ島にある宝物殿へ、扉を開けることができるんじゃ。宝物殿は、甲羅の色を問わず宝物を収める場所なれど、今は最大勢力であるベニスコーラが守っております。そしてそこにある品々は命のもがたきものばかり。人が侵入したとなればよそに駆り出されるベニコーラも戻り、総力を上げて追い払いに来るでしょうな。なるほどね。そこで私たちが粘れれば、海賊衆に持ちかけた条件通り、彼らがイサリ村に攻め入る隙間を作れる。ただし、宝物殿は、物に宿りし神々の寝床。お騒がせするにあたっては、相応の礼儀を尽くしていただきたいのじゃ。礼儀、それはどうやって示したらいいの？開始していただいたら、安上の勾玉は、もともと3種、人揃いの神器。その残り2つは以前より宝物殿に収められております。お客人方が宝物殿に侵入した際に、勾玉をそこにお納めになっていただければ、久方ぶりに3種が揃う。神もお喜びになるはずじゃ。せっかく、ベニコーラよりも先に回収できたのに彼らの守る宝物殿にお納めするっていいわけ。青コーラと縁士を結んだあんたたちが宝を収めることで、オイラたちと神様と縁士で結ばれる。大事なのはそこだからいいんだよ。それにあんたたちなら任せられるって分かったからね。勾玉と無縁なようなら宝物殿への侵入なんて長老は絶対に提案しなかったと思うよ。それじゃあオイラは海賊衆のところにいていよいよあんたたちが始めるって伝えておいてあげるよ。ゼッキ島へは、水の里よりさらに西にある。海底洞窟より、上陸することができます。くれぐれも気をつけて行ってきなされ。宝物殿に眠る神々は優しいばかりではありませんからな。OK です。後人族の宝物殿に乗り込んで、ベニコーラを一気に相手取る。そのこの作戦が成功するかどうかは、海賊衆との賭け。ひいてはドマ解放においての、分水だわ。あまり時間はないけれど、念入りに準備した方が良さそうですね。支度を済ましたら改めて声をかけてしょう。あなたは準備できたのね。リスの方。バッチリいつでもいけるよ。
ということはいよいよ出発するだけか。うん、そうね。よし。アリゼ、肩の力を抜いて。父が緊張なんてしてないわよ。ただそう、絶対負けられないからさすがにちょっと慎重にって。ああ、もうありがとうね。それじゃあ改めて行きましょう。水中を進んでゼキ島に続く海底洞窟の前で最終号よ。はい。クエストは放物点を目指す。はい。行きましょう。モフおじです。酒飲んで噛んでくる女性の前世は絶対猫ですよね。ガクガク。と今日もモフさんに噛まれております。ここから行けちゃったらもうそもそもあれですね。普通に行けちゃうって流れですもんね。こっからですね。こっから行くって流れですね。あ、いたいた、いるね。休みなし。よし、これで全員集合ね。この洞窟はゼキ島内部ね。ビニコーラが守っている後人族の本拠地につながっているみたい。いや、水泳した後に戦闘があるってかなりひどいっすよね、これ。かなり体力使ってると思うんですよ。作戦は島に上がったらどうするの？そうね、暴れてベニコーラを引きつける役目が2人と、騒ぎに乗じて放物線の封印を解く役目が1人。頃合い見て合流し3人で放物線に立ってこる。単純だけどこの忍者、それしかないと思う。3人でやってもすごいね。だったら私は暴れる役目を引き受ける。うん、ぜひやらせてほしいんだ。分かった、頼むわね、リセ。私もそっちに名乗り上げたいところだけど、実力的にはやっぱりカーズ向きか。だったら決まりね。二人は地上に出たら3回して拠点の何箇所かでできるだけ派手に暴れてちょうだい。その間に私はホーム線の入り口の場所を調べて預かっていることで、封印を解くわ。そこまで済んだらリンクパールで連絡する。了解。それじゃあ作戦開始だよ。ゼキ島。いや、BGM 変わりましたね。これね、見栄えが多分変わると思いますよ。うん、見栄えがだいぶ違いますね。つって見えねえ。こっち。いうのは、この辺ですかね。で、あ、これか、これだ。オッケー。で、ベースのところでまた戦えと。レベル63になったね。はい。別の払えた。あ。じゃあ、合流か。あ、そっちも順調みたいだね。アリセの方も大丈夫だっていいけど。カーズ、リセ聞こえる？ベニコーラバッチリ引きつけてくれてありがとうね。おかげさまで放物線の入り口を発見したわ。島の北西、通路の採用よ。封印も解いてあるから至急集合して。了解。
さあそろそろコンテンツが出てくると思いますよ。このレベル帯的にはやっぱそろそろ来ますよね。あれが。透滅線が。ちなみに63の ID はサブクエじゃないといけないんで、あれですね、どういうルートでいけないんだこれ。あれ、絶対こっちじゃねえよな。63ID はですね、サブクエなんで、どっかで機会があったらなんかまとめてやりたいですよね。エピソードとしてやるってのがいいかもしれないですよね。やってない ID に関しては。結構そう考えるとね、ユーザーから考えるとめちゃくちゃいっぱいあるんで、時間かかりますけどね、こっちだ。宝持ちの住みか。侵入地点で出てますもんね。無事ね、この先の扉がホーム線みたいなの。いい具合に狙われてるみたいだし、このまま突入してベニコーラ引っかきますよ。まあ、透明線だったらすぐ終わるからいいですよね。申請の時間ですよね。申請の時間がすぐ来る。さまらさては我らが宝物を盗み出すつもりか。許さん。断じて許さんぞ。そういうことにしといてあげる。さあ、もう一丁盛大に暴れるよ。おのれ、奴らを取り押さえろ。水平大樹。来たね。BGM 変わりましたね。変わった。三種の神器が集まるって感じか。何剣と勾玉と鏡ですかね。三種の神器というの。そうですね。若たれし我が魂を集めたのは誰ぞ。かっこいいね、声が。もしや神器にお眠りになっていた神の御霊がお目覚めになったのか。神よ、聞こしめしませ。その宝剣と鏡を集め代々守りたるは我ら黄人族にございます。勾玉を持ってきたの自分だ。しっかり言い訳しとかないと。しかし双方争っているようではないか。なれば貴様はわざわざ敵の懐に仁義を届けに来てやったと。これは愉快。人の子にしてはなかなかどうして見どころがある。その豪気、むしろ剣を交えて楽しむべき類か。我が器を集めた数にて亀の子が勝っているならばそちらにつくのも道理であろうしな。なんだかすっごく嫌な予感。いや、もう石ガールドの時と一緒っすね。しかればこたびは亀の子の願いを聞く者と相なろう。さりとて落胆するなよ人の子ら。そも神とは傍若無人。ナグもタケルも思いのままの天地海原そのものよ。不況を買うも沈めるも全ては祭りごと次第。我の好みはつと荒々しいゆえ
覚悟して付き合えよ。さあ来ますね。正体で表しますかね。来たね。でかいな。我が名はスサノオ。いざいざいざ祭りである。これってどう見ても蛮神じゃない。蛮神です。後人族もいたんじゃ分が悪すぎる。どうにかして仕切り直さないと。仕切り直す。リセ、2人で退路を確保するわよ。あなたは温存しておいて。分かってると思うけど大勝負がお待ちかねみたい。それまではせめて私たちが。チャーメ振ってますね。そこどいてもらうよ。雷鳴ってましたね。温存しておいて。キャッキャッキャ。余興もいいが我をあまり待たせるでないぞ、人の子よ。退屈しのぎにここら一帯を滅しかねんからな。で、どうするんあっちに行かないといけないんだ。どこだ？こっちか。作戦会議。ああ、どうにか脱出してこれたけど、何あれ、どうして蛮神？いや、考えてみれば確かに膨大なエーテルを溜め込んでいる宝物もあっただろうし、宝物を守りたいって後人族の、願いもあった。理屈としてはギリギリ成立しちゃってる。だからってあんな面白おかしくバリバリ出てくる。これ、ソロバンたちは知ってたわけないか。気をつけてって送り出してくれたんだもんね。またこれもエンデやったなら上等よ。ここまで散々壁を突破してきたんだからラスト一枚も吹っ飛ばしてやりましょうか。対するの俺が行くしかないんですけど。いやもう蛮神じゃ近づけねえだろお前ら。合心さの二人とも聞いて、もはや作戦とほどでもないけど方針の確認よ。私とリセは絶気島のあちこちでできるだけ多くのベニコーラを巻き込んで暴れ回る。その間にカーズが再び放物線に乗り込んで蛮神したのを相手取る。それでいいかしら。ベニコーラのザップは絶対に放物線には行かせない。だからあなたも思いっきりやっちゃって。それじゃあ行くわよリセ。全員必ずまた無事で。ベニコーラが現れたところでスサノオにやられるだけだと思いますけどね。どう見ても足手まといにしかならねえだろう。調べてドゥーンですかね。はい、来た。スサノオと滅で来ましたね。サクッと来ました、サクッと。まあそんな難しくないですからね。グレンのリビーとスサノオ。あ、来た。早い。しょいや。楽しみましょう。はいはい。はい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 。
回現れるところから通ってさっき現れたじゃんってよし、オッケー。いざ前へ踊れ祭りである。こうかな。あ、細い道。海原よで、プラスはこの、あ、この横なんか竹やんねえとダメなんですよね。そこだけさ。これあったんだな。これ初めてだ。こんなのあったんですよ。まあ耐えればいいだけか。これ短期やらないとわかんないですね。しかも長えし、倒れるまでですよ。いってくそいってえ、ここ。ヒーラーやつとかわかんないっすね。BTS もあれわかんない。何やって耐えるんですか。
撫でられた。なんで MIP 渡させてくれよっていう。同日紅玉会会場。来たね、来た。早速来ましたね、海賊種。ここまで黄人族のちょっかいはなしか。にわかには信じがたいが。そろばん。様子を見てきたよ。あの人たち、絶気島に乗り込んで、切った張ったの大騒ぎ。宝物殿でなんだか妙なことが起きたようだけど、戦いは続いてるみたいだね。ベニコーラの連中もこりゃたまらんって感じでさ、帝国軍の命令に従って各地の監視をしていたやつまでみんな慌てて絶気島に戻ったみたいだ。ありゃあ後で上官に送られるだろうな。自分の拠点を守るために戻ったって感じか、俺は。あいつら本気でここら全域のベニコーラを引き受けちまったってわけか。で、どうするよ棟梁。イサリ村を攻めるならまたとない好機だ。あいつらとの約束もある。だが所詮は口約束だしな。お前に決定を覆すつもりがないならそれはそれだ。さあどうする。一応2番手を預かる身として言わせてもらうぞ。自分がドマ出身だってことを気にしてんなら、そいつは実につまらねえ杞憂だ。あの嬢ちゃんの言う通り、こいつはとっくに海賊衆の問題。仲間を奪還する中で仮にお前の過去の復讐が果たせたとて咎めるやつなんざいねえさ。イサリ村は寂れているが、あの酒場で出される酒は悪くなかった。取り戻すか、そろそろ。来たね。下戸のくせによく言う。下戸かよ。飲めねえんかいって。あの旅人たちにつなぎ止められた海賊衆の矜持、思い出せ。そして再び知らしめろ。俺たちは奪われるものではなく、この海の略奪者だ。思い上がった帝国の連中から獰猛に望むがまま一切合切を奪い尽くす。さあ略奪を始めるぞ。いやもう戻った時には終わってるってことですかね。まだいいのか、四つ四つ湯様、
こいつすげえ頑固だぞ。このまま続けてもオラが疲れるだけで喋るとは思えないと。オラが疲れるだけ。そんなこと誰だって見りゃわかるよ。だからお前さんはデクノボーなのさ。あてもなく若様を探すよりはマシだと思って付き合ったけど、さすがに時間の無駄ってものだ。そろそろ幕引きにしようじゃないか。いやー、もう人質を殺すって。そいつらを並べて。豪雪が私の質問に黙るたび順番に殺しな。その者らに手を出そうとすれば先に拙者が命を絶つ。そういったのを忘れてはござらんな。ああ、もちろん覚えてるからここまで付き合ったんだ。だけど拉致が開かないんじゃ仕方がない。お前さんと民草の首を並べて飛燕様を誘うとするさ。最悪だ。どっちも殺すって流れになってるよ。いやー、間に合ったね。よかった、間に合った。お前ら海賊衆か。こんなことしてただで済むと。海賊衆だって。お頭が羅生さんが助けに来てくれたんだ。あいつらてっきりおじけづくと思ってたんだけどね。意地を通してもろとも死ぬ道を選んだわけか。ああ、愚かすぎて吐き気がする。でもそうね、それが望みなら後で報復してあげる。義理だの人情だのに毒された血を一滴残らず絞り取ろうか。報復。よつゆ様、ほら外の様子を見てくるの。といや、あそこ切っちゃってよかったっすよね。天命は月のようだな。勇猛なのはいいけど、どんどん集まってきてキリがないね。ちゃんと後人族を引きつけられてる証拠でしょ。あの人だって戦ってるんだもの。私たちも粘るわよ。大変だ。スサノオ様がやられちまった。神退場した人が出てくるぞ。来たね。とことこ歩いてきてる。あなた大丈夫？本当にスサノオを倒したの？さすがだね。大役お疲れ様。私も負けないように頑張る。海賊衆を立ち上がらせるまで何度でもやっちゃるよ。あ、のろしだ。のろし？あっちってイサリ村の方角じゃない？じゃあもしかして。ええ、彼らが賭けに乗ってくれたみたいね。だとしたらこの場に長いは不要。撤退してイサリ村に向かうわよ。了解。
だけどベニコーラのみんな行かせてくれるかな。行かせてくれるかな。いや、わんさかいますけど。騒がせて悪かったわね。謝るものでもないだろうし、あなたたちが帝国に着く以上、これからも敵対することになると思う。だけど今日のところはこれ以上暴れ回るつもりはないわ。それを承知でなお道を塞ごうというのなら、全員まとめてかかってきなさい。おのれ侮辱しよってひるむな、奴らを捕まえろ。やるんだ。赤魔法。撤退しよう。そのためにアリゼが頑張ってるんだ。アリゼ残るのかこれ。そうでやってんのすごいっすね。こんだけいますからね。あなたばっかりかっこいいんじゃずるいもの。なるほど、見せ場を作りたかったんだ。いやー、あんな強えんだね、アリゼ。いいね。すん。変えましょう、イサリ村。撤退したんだと思うんですよね、グリーンワードと四つよ。あのままやっつけちゃっていいと思うんですけどね。絶対後々めんどくさくなる。カーズ無事だね。後人族の追っ手も来てないみたい。それじゃああなたはここで待ってて、私アリゼの救援に行ってくる。リセが行っても仕方ない。そりゃあなたから見たら力不足かもしれないけど、アリゼと比べたって頼りないかもしれないけど、まあ戦えない諦めなんてできない。アリゼが命がけで逃がしたあなたを生かせるのもダメだ。だから、やっぱり私に生かして。なるほど。元はといえ、私は暁のみんなを巻き込んだ。大変な戦いになるって分かってた上で、故郷のために一緒に戦ってほしいと願ったんだ。だから私は仲間のために自分を惜しまない。そしてそれ以上に仲間の命や、血や命を無駄にしないため、戦に勝つための選択をしなきゃいけないんだ。だからあなたを案じる、仲間としても、その力を預かっている解放軍の一員としてもあなたは生かせられない。私がやる。いたた全く傷だらけで海を泳ぐものじゃない。あ、もう来てるよ。早えな。早すぎだよ。もう来てるよ。そう、アリゼ。そんな信じられないって顔しないでよ。時間稼ぎの役目を果たした。だから切り上げてきた。そうででしょ。ちょっと何苦しい。あと恥ずかしいって言ったら。よかった、戻ってきてくれて。アリゼもカーズも本当に。みんなで行こう、イサリ村へ。きっと大きな変化が起きてるはずだよ。あの戦闘の後にスー君の早すぎでしょ。テレポできたのかな。見てカーズ。村を見張ってた帝国軍がいなくなって、きっと、海賊士が答えてくれたんだ。ひとときの何
とりあえず、状況を確認しなきゃだよね。怪我をしている人もいるみたいですし、村を回って、手当てしながら話を聞いてくる。あなたの怪我とか大丈夫？私は適当にしておくから先に、村を見回ってくるという。一番主張してるのはアリスか。海賊いるね。あなた無事だったんですね。俺です。ベニコーラから助けてもらった海賊です。おかげさまで、お頭イサリ村への侵攻を決断、さらわれた仲間を無事に助けることができました。俺は田舎から一生の友人を失わずに済んだんです。本当にありがとうございます。お頭たちは酒場にいるはずなんですね。あと、ぜひ、顔を出してやってください。了解。リセはあそこにいるね。救助になってんな。これか。腰を抜かした老人。おう、ありがとうよ、若いの。何？海賊衆と帝国軍が戦い始めたもんで、逃げ惑ってるうちに腰を抜かしただけじゃわい。いよいよこの村も終わりかと思ったが、海賊衆が、助けに来てくれるなんてのは、いやはや嬉しいことじゃ。いや、あれですね。ドマに近いからかなり危険ですよね。怯えた様子の両親。ドヒー、もう戦い終わったんか？よかった。けど、帝国にあんなことしちまって、これからおっかねえな。どっか避難した方がいいような気もするけどね。海賊士がいるとこ。あら、もう戻ってきたの？何か収穫あった？そう、ラシオたちは酒場にいるのね。それならきっと豪雪も、リセに声をかけて早速行ってみましょう。お酒でも飲んでるっすかね。豪雪。ああ、のろしは無事に見えたみたいだな。これでお前らが戻ってこなかったら、さすがに寝覚めが悪いってもんだ。それに2人も無事で本当によかった捕まるのは慣れていると申したでござろう。この通りピンピンしておるわ。ピンピンしてんのか。あんなに長らですとね。村の様子を見る限り帝国軍が去ってまだ間もないという感じだけど、状況はどうなの？連中は最初こそ抵抗していたものの、黄人族の援軍が望めないと知るや、あっさりと撤退した。おかげで大した被害もなく村を奪還できたのだが、腰椎は取り逃がしてしまった。やっぱそうか。あの用心棒の男、頭は回らんようだが力は相当なものだ。グリーンワーク。お前らの筋書き通り、この一件は帝国の横暴に耐えかねた海賊衆の襲撃ってことになってる。反乱軍の一派と組んでるなんて今は思っちゃないだろうよ、だからまあ支度をしたらとっとと先に行っとけ。できる限りは帝国軍の目を引いといてやる、ドマのことは任せる。そうも迷いなく言われると不思議と成し遂げられる気がするものだ。お前たちにかけたのは間違いでなかったと信じている。協力してくれて本当にありがとう。あなたたちに危険が及ぶ前に手を打てるよう最善を尽くすわ。おう、礼を言いたいのはこっちなんだがな。そいつはお互い無事に生き残ってからにするわ。せいぜい期待して朗報を待ってるぜ。
ところでお前らはこれからどこに？ドマの解放を目指すとなるとやっぱりヤンサか？そのつもりでござる。かの地には今も拙者の仲間が潜んでいるはず。合流し次の手を講じるといたそう。ヤンサはドマ城を有する動乱の中心地。今回は幸いこの村を救うことができたが、あちらの集落は大方夜露の粛清を受けた後だ。粛清を受けた後、まあそうでしょうね。敵はもちろん味方だと思ってる奴にも気をつけろ。あの女が振りまく絶望は人を変える。じゃ俺たちは仲間を連れて根城に帰るぜ。ああ、そろばんのやつも機会があればまた取引したいそうだ。それまで絶対に負けんじゃねえぞ。さあ次はヤンサですか。静かなるヤンサ。世話をかけたのかぞ。おかげで拙者も他に尋問にかけられた者らもなんとか無事に解放されたでござる。海賊衆の協力などで無理難題不かけたと思ったでござるが、ここまでしっかと手を組んでみせるとは。誠あっぱれなご陣来よ。かくなる上はドマ人として、繊維この恩に報いねば、再び旅の道でとしてよろしく頼むでござる。さて、海賊衆にもらった、猶予にも無駄にもできない。早速だが、ヤンシャの地へ向かうとしよう。すげえ見上げてますね。彼女はここより南西にある洞窟から入るがよい。いざ、参ろうではござらんか。そろそろ94になる感じですかね、クエストが。今いくつだ？あ、63ですね。さあ来ました、ヤンサ。同日紅玉海、沿岸。これは誰だ？あ、ベニコーラ。これは宝物ですか？一休みしたらすぐ行くぞ。運び出さねばならんものは他にもあるんだからな。どこに向かおうとしてんだ？まったく人の侵入者に遅れを取るとは。また攻め込まれてはたまらん。特に大事な宝物だけでもしばしよそに移動せねば。なるほどね、移動するって流れなの。私の頼んだ任務を放り出してお出かけかい？連絡もなしと釣れないじゃないか。いや、よついんのかよ、まだこんなとこに。よつゆ殿、申し訳ない。一族の危機であったのだ。我らが拠点が人の襲撃を受けて。はあ、海賊衆にうまいことはめられたんだね。まったく肝心な時に無能なんじゃ何のための契約よ。おかげで私まで仕事を果たせなかった。あいつらを虐げて身も心も引き裂いて生き様すべてを踏みにじってから殺してやるはずだったのに。ま、済んだことは仕方がない。
代理総督としてお前さんたちに任務を果たせなかった罰を下そうじゃないか。罰？待て、待つのだ。ああ、倒しちゃうんだ。いや、あれで殴られるのきついな。ああ、ダメ。全然ダメ。こいつらなんかじゃ笑えもしないわ。当然よね。不愉快だけど恨んでないもの。やっぱりなぶるのはドマの連中でないと。剣。あ、三種の神器の剣ですかね、これはベニコーラのご神道かい？なるほど。妖刀と噂に聞くだけあって技物じゃないか。今回の失態はこれで生産できるかもね。持ってくんだ。ゼノス様、許してくれるか？左遷は嫌だ。早く戻ってあいつと戦いたいの。左遷。ああ、なるほど。ゼノスにこの剣を渡すって流れですかね。お前さん、そんなに私の舌が嫌かい？つくづくしつけのなってないアホだね。あいつっていうのがどちら様だか知らないけどね。望みを叶えたいなら死ぬ気で働くもんさ。分かったらこの刀を持ってきな、デクノボー。この時点でやっぱり来てるってのバレてないですね。さあ、ヤンサー。ドマって書いてあるね。ドマの領地ヤンサ。踏み入ったその場所は静けさに包まれていた。けれど巨大な魔導フィールドの向こう、隔離されたドマ城を見た時の気持ちは今も忘れられない。命、尊厳、希望、あらゆるものを失った国。静寂をかき分けて私たちは進んでいった。よし。いやー、すごいですね。いいっすよね。和風の自然ですね。さて、この辺りでよいか。みなエルはるばる、ようこそおいでくださった。怖いヤンサ。先の説明通り、祖国ドマの、城郭が、それられた国の中心地でござる。だとしたらね、豪雪。私たちこの堂々と道を歩いていて大丈夫なの。拙者もエリザに渡る前の状況しか知らぬが、伝えておくに越したことはなかろうな。
1年前、ドマ反乱軍をほぼ壊滅させたゼノスは、大総督の座を四つにつけこの地へ去った。以降、四つや気まぐれに各地へ出向け、過剰なまでに反乱分子狩りを始めおった。これが粛清にござる。粛清を済んだ土地は、旧来の監視体制に戻ると聞く。新たらしい話であるが、海賊衆の言った通りであれば、ここらの監視はもう、さほど厳しくはなかろう。ちょうどこの先に名前村という村がある。行って今の状況を確かめるでござる。了解。ででででんでん。いや、畑とかあります。畑じゃない、田んぼか。田んぼですね。田んぼがありますね。この辺ですね。わあ、すごいですね。最高変身してるからかなり草がよく見えてますね。揃ったな。この坂の上にあるのが名前村でござる。ここで採れた米と、デカデカした柿はうまいぞ。柿があるんだ。拙者も反乱以降はろくに、訪れてはおらぬが、それ人の生活する気配がしおる。あとは、帝国兵がおらねば良いのでござるが。ドマの民のではもう少し村に近づいて帝国兵が潜んでおらぬか様子を見ようではないか。カーズの恩師も頼むぞ。でででーん。粛清を受けた後っていう流れですからね。少なくともここからは帝国兵がいるようには見えないわね。よし、ならば隠れる必要もござらん。行って直接話を聞くとしよう。いやもう絶対うまくいかねえよな。粛清受けてる。私たちも行ってみよう。怖がるんかな。どうなんでしょうね。頼もう。名前村の皆よ、健在でござるか。この一帯の状況を教えてくれい。あれってまさか侍大将の？間違いねえ。豪雪様だ。生きてたのか。嫌がってますね。皆どうしたでござるか。揃いも揃って化け物でも見たような顔しよって。はは、さては拙者死んだと思われておったな。確かに幾度か死にかけたが、ほれ足もあれば透けてもおらん。どうしましょう。こんなところを帝国の人に見られたら。そうなるよね。まったくだ。今さら何のつもりで。あんたどうしてここに。何してるんだよ。なんだ小僧、村の者か。どうしても何も話を聞きに来ただけでござる。警戒せずとも化けて出たわけではござらん。そういう話じゃなくて、もうとにかくこっちに早く。
やー、怯えてますね。粛清が相当やばかったんでしょうね、この辺はね。あなたはこの人の連れたら全く侍大将と異国人たちの一行なんて帝国兵に見つかったらどうするつもりだったんだよ。先ほどからせこせことおせわしいことよ。一人出せておらんできちんと話をせえ。まずお主は何者だ。拙者のことを知っているのかござるか。一世だよ、生井村の。しがない百条の息子だからあんたと面識はない。けどあんたが誰かなんて俺だ、じゃなくたって知ってるさ。仙台の海援様の頃から使える侍大将豪雪。帝国兵に見つけ次第即報告せよって言われてる。第一級のお尋ね者だね。お尋ね者扱いになってます。なんだこそ、そんなことを案じておったのか。この身は帝国に刃を向けた白ならば、指名手配の一つや二つかけられて当然でござる。再度、生井村から、先の反乱の際には多くの勇士が名乗り出ている。拙者を突き出そうとする者がおるものか。その勇士はみんな死んだ。彼のおかげでうちの村はひどい粛清にあったんだよ。苦しいなんてもんじゃなかった。一人一貫扱いに耐えてやっと生きることを許されて、最近になって少しずつ平和が戻ってきたんだ。もう誰も戦いに関わりたくなんてない。まだ反乱なんて考えているようなバカなことはよしてくれ。俺たちは静かに暮らしたいんだ。そういう己こそこうしてわざわざ人目を忍ばせるなぞ。拙者たちに気を使っておるではござらんか。わからんことよ。だが安易に顔を出せる状況ではござらんようだ。しかれば村での聞き込みは一旦諦めて、ドマ反乱軍の拠点、レチアンに参るとしよう。ここより最も近い入り口は生井村の北にある泉から水路を行った先にある。ので案内いたそう。あそこから通って上の方に流れてくって流れですかね。いや、ここ通っていくのかよって話ですけどね。まあまあ、泳げるようになって、とりあえずは大丈夫そうですけどね。あれいねえじゃねえかよ、リセが。リセがいねえ。これが列車に、繋がる泉を、さあ遠慮なく飛び込むでござる。拙者が潜れるか案じておるのか。なあに大した距離でござる。こんなものいつも気合よ。すげえな。気合でいけんのかよ。結構距離ありますけどね。いや、行かざるを得ねえんだ。行きましょう。もう一貫ですね。最初ぐらいは普通に行きましょうか。もう行ってないと見えてますもんね。さあ着きました。どうも反乱軍の文字。反乱軍普通にいるんですね。いや、さすがにきついんだ。ゼーハー。よくぞ来た。この先は列車案でござる。門番にもすぐに話は通してあるぞ。列車案の反乱。協力者のカーズのですが、お話を伺っております。遠くへ許される救い立ちに来てくださったことのこと、我らドマ反乱軍一同感謝に耐えません。どうぞお入りになってください。いやー、懐かしいな。なんか久々に来た気がしますね。ここがレッシアン。たったこれだけの人数で戦いを、先の反乱以前はかなりの数の同志が国中に潜んでおった。だが戦火の中で多くの仲間は倒れ、一命を取り留めた者がようやくここに集ったのでござる。まあみんな死んだって流れです。任務に出ている者も含め全員をかき集めたとて、かつての戦力には遠く及ばぬが、皆立派な勇国の士。今なおくじけずドマ解放を目指す同志でござる。
そう、我々は大義のため共に命を懸ける同志。そこに貴殿たちが訪ねてきてくれるとは想像していなかったがな。ついに来たね。夕霧、よかった、元気そうだね。思ったよりも早い再会になったけど、会えて嬉しいよ。ああ、今しがたちょうど任務を終えて帰還した。おかげさまで今のところは息災だ。何？任務を終えたと？ということは若が見つかったのか？落ち着いてくれ。まずはどうして彼らがお主と共にここへ来たのか、それを聞かせてもらえないだろうか。なるほど。アラミゴの方でそんなことが。この戦力集めるってどんぐらい人数いるんですかね。今この人数だと絶対少なすぎですよね。本当だったらすぐにでも帝国軍と戦いたいよ。でもアラミゴ解放軍には立て直す時間も帝国と戦う仲間も必要なんだ。そのためにもドマの解放に力を貸したい。動機はあなたたちと少し違うかもしれないけれど、紅玉会で私たちの決意は見せたつもりだよ。その心意気しかと受け取った。こちらからもぜひ貴殿たちに協力を願いたい。どうかよろしく頼む。して夕霧よ、お主に頼んでおった和歌の捜索はどうなったのだ？先の反乱で亡くなられた海燕様のご子息、国主の後継者であり、今は我らの主でもある飛燕様を豪雪と私は探していた。敗戦の折、私に民を逃がすように命じた飛燕様はしばしこの地で帝国と戦い続けていたそうだが、最後には深手を負い行方不明になっておられたのだ。しかしこたびの捜索で私はついに飛燕様にお会いすることができた。場所はアジムステップ、ドマの領外だ。来たね、アジムステップ。まことでござるか。若はご無事であられたのか。今はどちらに？まさかすでにここへ？飛燕様はご存命で傷も大方癒えていた。だがドマへの帰還を願う私にこう言われたのだ。民がなお戦を望むのであれば将として戻ろう。しかしこれ以上の戦乱を望まぬのであれば自分の首を持ち帰り帝国に差し出すべしと。飛燕様の首を差し出して助かろうなどとドマの民が思うはずがない。私はそう訴えたのだが、あの方の決意は揺るがなかった。ならば真実を確かめて参りましょうと、私はこちらに帰還してきたのだ。そう出られたか。なるほど、若らしいご決断にござる。まずはヤンさんのための真意を聞かないといけないってことですよね。あの方は民あっての主君であると誰より理解しておられる。故にまず民に再起の志がなくば戦いを強いはしまいと言いたいのでござろう。どうあれ主君に国と命を捨てさせてなるものか。そのような結末、散っていった者にも申し訳が立たぬ。私は何があっても戦い続けるぞ。その問答今は控えておけ。はるばる西方から来てくれた仲間をいたわり、ここは一度休憩といたそう。
3人エーテライト停止してるわね。あ、停止してんのか。聞いた頃に1年前の反乱で、巻きが濃くなった際、帝国に利用されるのを避けるために壊したらしいわ。とはいえ見た感じ、部品が揃ってる私一人じゃ難しいけど、アルフィノを呼べば直せるかも。今後の作戦次第では検討しとく。なんか専用エリア扱いになってますね。だからか。だからこの状態なんだ。飛べねえじゃん、じゃあこれじゃ。なるほどね。そういう感じなんだ。カーズちょうどよかった。これから1年前の戦でのゼノスの様子について話してもらうところだったんだ。皇太子ゼノス、あの男の戦いぶりは異様な一言につきました。着任してすぐ奴は、劣勢だった帝国の再編成し、我々の作戦の策定にとって戦況を逆転させました。しかしそのまま押し切ることはしなかった。ゼノスは永久死となった我らの前に、姿を現し、仕留めてみせようと単身で戦い始めたのです。単身でも勝てないってことですもんね。モノノフたちが次々と、挑んでは死んでいきました。引き物の煽りはも恐れず、あらゆる手の、奴の首を狙いましたが、奴らの刀は届かなかった。我らの刀は届かなかった。ゼノスは圧倒的な強さでドマを蹂躙し尽くしたのです。最後まで余すことなく戦を堪能するかのように、虐殺を楽しんでいたってこと。私には少し違うように思いました。奴は大義や目的を持っていなかった。同時に敵をより多く殺すという結果を求めてもいなかった。ただひたすら向かってくるものを、己の技能で圧倒する。多勢に無勢を、最大効率で駆逐する。降伏を申し出る者の前で家族を殺し、挑む、者の、志を引き出しては、逆鱗に触れ、より、凶暴な敵を作り出してはまた倒す。信念を持って戦場に挑む者にとってはあまりにもむごい。それはどこまでも、遊戯としての代わりだったのです。結局、屍の山を築き上げてゼノスは帰っていきました。かろうじて生き延びた同胞によると去り際に一言、退屈だとつぶやいて。しかし、戦の中で奪った獲物、侍が扱う刀には何か惹かれるものがあったのでしょう。ゼノスは以降も刀を使い続け、このドマからも多くの名刀や用刀が、徴収されています。侍扱いなんですかね。刀使ってると。何よそれ。あいつの単なる遊びに巻き込まれて、みんな苦しんで命まで奪われてるっていうの。我々もその現実に憤慨しました。ですがディセノ。戦場において戦う理由に規制はない。ただ強き者が勝ち、勝った者が、生となり英雄となる。私たちどものためは敗北の末にそれを思い知ったのです。故に強くならねばならない。何としても強くならねばならないんです。難しいところですよね。強くなっても届くレベルの、あれですね、相手じゃないですからね。拙者もやって一息でござる。昔なら重傷であれ気合でピンピンしておったものだが、夜年並みか傷の治りが少し遅くなりおったわ。してどうなさるか、どうでござるか我ら列車班は、エルザ同盟軍と異性を知るお主からくずと最初、貧弱に見えるかもしれぬが、ノマの反乱軍が発足したのは今から約10年前のこと。国を落とされたからそこまで再起するのに15年かかったのでござる。以来10年何度か小規模な反乱運動を起こしてきたが、いずれの成果は上がらなかった。されど1年前、ようやっと正気の見える戦でござった。ちなみに里で内乱が起き、さらに夜露の打った情報のもとに、悪鬼ゼノス名が、攻め込んでくるまではな。っていう意味か。カーズも先ほどは到着早々見苦しいところをすまなかった。少しは休憩できただろうか。そうか、皆から話を聞いて回ったのだ。であればこちらの状況もあらかた分かってもらえたか。ロマの解放運動はアラミゴと同様、いやすでに、大敗北を延期している以上、アラミゴよりも厳しい状況にあるかもしれない。
故郷においてまでも綺麗に食べるとは、高顔無知も花となし。だからその力どうかお貸しいただきたい。ゼノスを倒すのが楽しみだ驚いたな。かのアッキー相手に全く物おじしないと、さすが西のエイドがこれからもよろしく頼む。我らヨロズヤ。ヨロズヤ。早速これからの話をしたいのだ。私は長らくヨルザに渡っていた上、こちらに戻ってからもヒエ様の捜索にかかりきりだった。民は信じてはいるが、彼らの状況を自ら見てはいないのだ。このままでは再びヒエ様を訪ねせよ、同じ問答を繰り返すだけになる。カーズのよければ私と共に民の実情を見に行ってはくれまいか。ヒデは先ほど到着したばかり、私の忍びゆえ公説ほど顔を知られてはいない。身元を隠せば、創世の逸らざる声も聞くよ。それよかったら私も連れてってよ。ロマンの人たちがどう思ってるか知っておきたいんだ。ああ、こちら大歓迎だ。私だけでは観客も書くこともあろう。ヒデたちの、観察眼をぜひ貸していただきたい。それでは身支度を整えたら名前村の郊外へ集合するとしよう。そっか、記帳できねえのか。なるほど。名前村修練って書いてあるので、名前村飛んじゃっていいかもしれないですね。いや、ちょっと、指定できねえのかよ。一旦名前村飛んじゃいますよ。本当、あ、飛べねえですね。飛べない扱いになってますね。シナリオ進めるとダメなんですよね、やっぱり。どれだ。あ、リセもいるじゃん。うん。足がとてつもなく軽いとか言ってます。戦闘するわけじゃないんだからいいじゃん。よく来てくれたカーズも支度は万全だろうか。ああ、この衣装か。私の忍び相続は、一目でそれとわかるもんね。何かしら変装せねばと思ったんだ。これ我々は、諸国をめぐるよろずや一味。カーズのが、主で、私とリセが信用人ということでいいか。いや、主って言ってもひよこですけど。見た目。一番この国に詳しい夕霧が言うなら大丈夫と思うよ、多分。よし、ならば早速、模様を聞きに参りますよ、主の。4人。だいぶいますね、4人って。この辺にいたな、チグサ。俺のチグサかい。あとよろずや。まるで兵士みたいにとてもそうは見えないね。ハンコックの真似をする。ハンコックの真似をするとかあんだ。うん、隅から隅まで怪しいね。とてもじゃないけど信用できないよ。いや、ハンコックの真似じゃダメらしい。まあでしょうね。そりゃそうだ。笑顔で思ったりする。ひよこです。あらあら、素敵な笑顔でありがとう。疑ってしまってごめんなさいね。よその人にどうしても過敏になってしまって。この来、しばらく前にひどい粛清を受けたのよ。反乱でたくさんの村人が死んだというのに粛清でも命や健康な体、そして心は失われたわ。どうにかね、残ったものを順に、徴用されて、強制労働を強いられたり、兵として異国に送られているの。もう私たちに何一つ残ってない。とてもじゃないけど、好きに買い物できないわ。ごめんなさいね。残念。また土。お、来たね。狼族だ。旅のよろずやか。じゃあ、肉とかも扱ってるのか。で、俺の懐具合じゃどうせ買いやしないな。それよりも、あんたが俺に興味津々って感じじゃないか。もしかして人狼族が珍しいのか。珍しいっすね。でも、ここしかいないっす。あれっすね。グレーエリアしかいないっすもんね。俺たち人狼族は古くからこの地に住んでてね、長くノマのトンサメに仕えてきたんだが最近は、まあ機会があったら他の奴にも話を聞いてみるといいさ。この種族全然見かけないですよね。いやー、悪いがオイラは善意がなくてよ。そういうか飽きないならよそでやった方がいいと思う。ナマズもね、あれですよ、グレーエリアしかいないんですよ。
まあ他もどっこいどっこいの貧乏か、武家さんが並んでた、門前侍町は、侍と粛清、戦と粛清でぶっ潰されちまったしな。生き残った奴は超人地で、押し込められてるって聞くが、大竜壁の、月領門を、帝国領が、魔導装置で土地に埋まったものが生きにくいんだ。で、月領門だけ、あれですね。読み仮名があるんだよっていう。それ以外もちょこちょこ読めねえ感じいっぱいあるんですけどね。あと一人ですね。こうなんですか。あなたさっきゴーセスさんと一緒にいなかった。そう、道間違いならいいけど。こんな場所までわざわざ商いに来てくれてありがとう。ノマは、鎖国してるわけじゃないけど、先の反乱以降、外の人はめっきり寄りつかなくなっちゃって。当然のことだと思うんだよね。暮らしは貧しく苦しくなっていく一方、反乱の前の方がまだ良かったかもしれないわ。あら、どうしてそこで困ったか扱ってないですからね。偽物ですからね。そりゃ困りますよ。疲れた顔してた。あらがあのと同じだ。なるほどね。カーゾン、そちらいかがだっただろうか。そうか。私とリセの方も同じようなものだった。村人たちは皆意気消沈している。私だって敗北にくじけた者がいると思っていた。しかしまさかほぼ全員、反乱を起こしたこと自体を否定するほどとは。この状況をどうにか変えられるものか、そうでなければ、ヒエン様の期間は愚か、解放運動そのものが難航しよう。声なき通告。今後の策は立てるにあたってもう少し村人たちから話を聞いておきたい。妻がキレンたちも再度協力してくれないだろうか。今度は郊外の方を渡ってみよう。私とリセは東側の水田あたりを渡るので、カーズのは南側で聞く目をしてほしい。特に悩んでいたり困っているものを見かけたらよくよく話を聞いてやってくれ。よろしく頼む。あれっぽいですね。はわーん。はわーん。おっと、襲われてますね。タン。芋虫。ああ、ワールドここにいるんですね。助けてくれたのありがとう、お兄ちゃん。何をしてたのかって、お父さんとお母さんのお墓に備えるか、お花探してたの。この辺りに黄色のお花が、咲いてるんじゃないけど、おじいちゃんは、見かけませんでしたか。もう、これじゃ何もできないよ。ちょっと歩きます、すいません。スキルつけないんで、普通に殴ります。最初からです。いや、このサイズがクワーです。見当たらないな。お母さんの好きなお花だったからあれがいいんだけど。
積んできてくれたの。どうもありがとう、お兄ちゃん。よかった、お兄ちゃんも一緒にお墓参りにしてくれませんが、お墓参りすんだ。この人が助けてくれましたってお父さんたちに言わなきゃ。お墓は生井の村の上の方。昨年の、そばの、坂道をずっと上がったところだよ。待ってるから、きっと来てね。いや、もうさ、ってことっすね。墓見えないですか？あ、来てくれた。それじゃあ、積んでもらったお花を備えるから、目をつぶってご挨拶してね。お父さんとお母さん、旅人さんが大好きで、よくうちも連れてきたから喜んでくれると思う。ありがとう、お兄ちゃん。おい、あざみ、そこにいるのか。あんたこの前の、うちの妹何してんだよ。一斉にお兄ちゃん虫をやっつけて、お花を探してきてくれたんだよ。あざみ、お前は村の中に戻ってろ。さすがにバレてますね。どうして一斉になんで怒ってんの？なんでもいいからほら早くしろ。妹を助けてくれたことは感謝する。けど村には関わらないでくれって言っただろう。あなたたちのことを垂れ込んだりしない。だから何もせず助かってくれよ。それでもう二度と来ないでくれ。両親を亡くしたのか。ここまで来たのは聞くまでもないだろう。あざみだってちゃんと分かってて花を備えてるんだ。うちの親は1年前反乱軍に賛同して立ち上がった。俺と妹に、本当のものを見せてやるって言って出て行って、戻ってきたのは青白い遺体だけだったわ。遺体を持ってきた帝国へ行った。この重罪人どもの親類や、友人は前に出ろ。白を切れば村ごと焼き尽くそう。そこで俺は、残された村のみんなが、殴られて蹴られて、泣きながら許しを請うた。両親のことを間違いを犯した大馬鹿でしたって、何度も復讐させられて、せせら笑うあいつらの顔を見上げることができなかった。抵抗したら次は妹は何をされるかわからない。怖かった。ただ怖かった。監視が去った今も、また制裁を受けるんじゃないかと怯えて、父さんと母さんにまともに暮らす、まともに墓すら作ってやれない。いや、ひどいっすね。これで分かったろ。俺たちはもうあんたたちを求めてる、気高いドマ人じゃない。死ぬほど惨めで恥ずかしい何かになり下がったんだ。浅ましくても服従して俺たちは生きるよ。それでいい。それで済んだら放っといてくれ。いやー、きついっすね、これ。何をきっかけに、あれですよね。立ち上がることになるかですよね。きっかけが多分必要なんでしょうね。どこだ？あ、ちょうどよいところに。こちら聞き込みが終わったのだが、木だよね。一世という青年がそんな話を。それはそれほどの卑劣がまかり通ったというのか。暴力を振られ体の痛みも辛かろう。だがそれ以上に両親を卑下させるのも。なぜだ？帝国のものであり人の子ではないのか。すまない。つい頭に血が上った。帝国の非道も民の現状もおかげで把握できたと思う。我が君主は、もはや民が戦わんと予期したからこそ諦めて首を差し出そうとなさったのだろうか。貴園様とあろう方が本当にこれからどうするか考える。
終わらぬ狼藉。カーズのこんな状況であるか。いや、こんな、失意の底だからこそ、私はどんな形でドマの解放運動を進めたいと思う。ただ今後の策については皆と相談すればなるまい。一度列案に戻って。この足音は、カーズの理性。今すぐ物陰に隠れんだ。おっと。帝国兵ですかね。いやー、また残虐を見なきゃいけねえんかな、これ。あれは帝国軍の、隊長クラスは一人か。何をほうけている。整列、今すぐにだ。専任隊長。よし、今日は貴様らに重要な通達がある。心して聞くように。先日イサリ村にて海賊衆による総督襲撃事件が発生した。これは実に由々しき事態であり、ドマに駐屯する帝国軍を挙げて制裁を下さねばならない。同じく皇帝陛下に忠誠を誓った貴様らも当然この戦に協力する義務がある。ふん、そう怯えるな。貴様らごときを前線に送ろうとは思っておらん。うわ、戦争に参加させようとしてます。これから指名する者は我々に同行し、兵器の手入れに協力するように。なーに、終わればすぐに解放してやる。兵器の手入れ。まずはお前だ。連中に慈悲などあるものか。真の狙いはおそらく海賊衆に同調して放棄しそうなものを隔離しておくことだろう。最後はお前だな。ひとまずはこれくらいで十分だろう。大丈夫、すぐ戻ってくるさ。村のみんなの言うことを聞いていい子にしてるんだぞ。では本日の要件はこれまでだ。くれぐれも海賊衆のような愚かな企てはせんことだな。連中は今に血祭りにあげられよう。こんなの嫌だよ。あの子たちを助けなきゃ。連れて行かれてひどい目に遭うかもしれない。分かっている。絶対にこのままにしておくものか。だがおそらく他の村でも
同様の徴収が行われているはず。だとすれば集合場所までは泳がせるべきだ。奴らを追いたい。場合によっては戦いになる可能性がある。貴殿の力を貸してもらえるだろうか。リセ、貴殿はレシアンに戻り、同志にこのことを伝えてほしい。皆の力が必要になったらすぐに要請する。そんな、私も夕霧たちと行くよ。待機なんてしてらんない。貴殿の優しさ、痛み入る。だが今は極力少人数で追跡すべきだ。どうか理解し協力してほしい。ごめん、分かったよ。目の前だけ見ててもダメだってまた忘れかけてた。だけどピンチになったら絶対呼んでね。うわ、二人で行くんだ。行こう、カーズノン。連れて行かれた村民たちは、決して不本気なのにしまい、これは帝国によるゆえなきエロー責任他ならぬ。彼らは南の街道に抜けたようだ。急ぎ追いかけねば。帝国基地みたいなところの感じですかね。兵器がどうだろうっつってましたもんね。待っていたぞ。戦支度は整っている。貴殿もこれを。忍び道具の一つです。催眠薬を塗り込んだ、吹き矢筒。一段はここからさらに南下をしたようだが、道中に見張りの兵を残している。戦いを仕掛けてもいいが、今は極力存在を知られたくない。そこでこの吹き矢筒を出番というわけだ。2年ほど戦闘に長けていればすぐに使いこなせよ。試しにこちらへ。練習しろってこと。ここから懲戒中の帝国兵が一人見える。早速、渡した吹き矢で眠らせてみせてくれ。来たね。なるほどね。普通に撃ちゃいいのかな？見えるもんね。いったね。素晴らしい腕前だ。その調子で他の懲戒中の、兵も眠らせてくれ。狙いそうやすそうな位置を、地図に記しておこう。私も別方向から、兵を眠らしつつ進もう。もうちょうど川を越えたあたりで合流だ。まあ、英雄は何でもできますから。狩りをとかやってなくてもできちゃいます。5って書いてあるんだよ。パタン。パタン。いやー、これ楽でいいっすね。パタン。あとこれか。一番奥までやんねえダメっぽいな。あと一人。どこだ？どこだ？いた、これだ。オッケー。懲戒中の帝国兵を見えました。先に捨て遊戯と合流しよう。だいぶ先にいますね。
フェイトだ。帝国に気づかれずに来られたようだな。良い腕前だ。さすがカーズオン。村から徴収された人々はこの先に連れ込まれたようだ。カストロフルミニス。かつては帝国軍が主要基地として使っていた場所だ。しかしもう10年以上前にその役目をドマ城郭に譲り、今は物置同然のはずなのだが、ともかく様子を探るために門番たちに眠らせてしまおう。もう一度貴殿の腕前を披露してくれないか。この兵の上、丘の上なら十分に狙えよう。二人だ。やべえ、バレたか。やべえ、あるってなってる。うい！オッケー。多分あれ、放っておくと起こしちゃうんでしょうね。懲戒者の帝国兵はすべて寝ますと。あれちょっと待って。いや、そっちじゃねえか。門番たちを眠らせてくれたのは、それの腕前を見せつけられた貴殿が、里の忍びではないのか、惜しくなるな。ともかくこれで基地に近づけ、早速中の様子を伺ってみるとしよう。いや、これ UB ならではの作戦ですよね。こんな。いや、今後これメインでいいんじゃないの眠らせるって。いや、いるね。村人。任務お疲れ様でした。他の村から集められた住民はすでに奥に、作業についても通達済みです。そうか、ではこいつらに私から伝える。これを貴様らは大使の、メインタワーに転送する。そこで兵器の修繕、手入れに従事せよ。すべて万全の状態にすれば村に返してやる。あそこには多くの魔導兵器があるはず。ただ農民に過ぎない私たちにそうそう直せるはずがない。それを全部なんて何年かかるかわかりません。いや、本当に終わるかどうかさ。そもそもあれらの兵器を壊したのは誰だ？反乱などと食わずして貴様らドマ人だろうか。分かったら粛々と働くことだな。兵器が治らなければ海賊衆が野蛮な反乱分子から貴様ら国を守ってやらないかも。元の返す気がないってことですよね。隔離が目的ですから。こいつらの奥に連れてけ。私は他に大事な任務があるより城に戻る。戻れ、あれはもはや、薬帝とは呼べん。いくらでも方便を聞かせ、彼らを死ぬまで閉じ込めておけるではないか。村人たちはメインタワーに転送されれば救出は困難となる。多少無茶でも今彼らを助けたい。感謝する。ではこのまま救出作戦に移行しよう。カストルムフルフミス、ミニスに踊る。これは民の救出を開始する。彼らの安全を確保することは大事だが、ここで帝国に、感づかれた貴殿たちの苦労が水なのだ。よって細心の注意を払って侵入し、敵に気づかれることなく作戦を遂行したい。まずは私は入り口付近の兵を、沈黙させてこよう。貴殿はその間で、交代の兵などがやってこないか外を見張っていてほしい。頼むぞ。これか。あたりに抵抗兵の影はない。遊戯と合流しても問題なさそう。あ、さすがっすね。全員もう眠らせてるのか。静かに外の方はどうだった？
なるほど。それなら余計な心配せずに済む。的確な偵察ありがたい。私の方はそこの3人を眠らせて排除した。しかし広場の方に障害となりそうな兵が数名いるんだ。開けた場所となると、隠密にことを運ぶのが難しい。ここで綺麗に頼みたいことがある。帝国兵に変装して広場にいる連中に交代だと声をかけてくれるんだろうか。装備は転がってる帝国兵から綺麗の体格に近いものを選んで拝借する。嫌いそうなものある。真ん中にララフェルがしれっといますね。真ん中に、いや、これでもいいんですけど、これじゃ無理でしょうね。ピュンって、しかし空きがねえよ。ちょっと待って。これ空きねえじゃねえかよ。いやー、ちょっといくつ必要なんだよ、そもそも。ちょっとそう、3つねえと無理だぞ。3つじゃねえ。大きし、これで足りるんだ。3つギリギリっぽいですね。なんか言ってますね。これなんて言ったんだよ。こんなに大きな装備が来たら歩くこともできない。これしかねえじゃねえか。ちょうど良さそうなサイズの装備だ。やっぱ3つですね。レベル式上位と長浜と長靴を手に入れた。おお、良い装備は見つかったんだ。では万が一に騒ぎを起こされないように、彼らを隠しておくとしよう。いや、いらねえのゲットしましたね。またしたな。眠らせた帝国兵たちは、兵舎の中に隠してきた。ついでに足りなかった装備を集めてきたぞ。空きがゼロです。きついなぁ。いや、これいらないですね。何してんのもったんこれどう見ても頭が変えらんないじゃんね。残念ながら。スカイラ残しとくか。コピーか。OK です。はい、OK。大さんさ、兜と鉄鋼ちょっとあと2つ必要なんじゃねえか。いやー、そうきたか。これで帝国兵に変更するための5つの装備は揃ったはずだ。これらを身につけ、広場にいる兵士2名に帝国兵に敬礼をして交代だと告げてきてくれる。彼らは引き込むところを死が眠らせる。だから空きがねえんだっつってんだ。いやー、あと2個かよ。くそー。いやー、ちょっと整理するか、じゃあ。整理しましょうか。2個空きを作ればいいんですよね。いやー、裏ざるを得ないっていうね、このめんどくささ。いやー、ちょっと整理しますね。近場がいいか。近場がいいんで、クガネにしましょう。いや、たっけー、クガネもクソたけんのよ。まあ、いっか。なんでいいや。2つ空き作っていきます。で、ちょっともうしょうがないんで、売るしかないんで、売っちゃいますけど。こっちか。マーケットです。これをとりあえず売って、あと、マテリア売っちゃいますよね。これか。うわー、ちょっと使えねえじゃねえかよ。いやー、もうしょうがない。ちょっと店売りしちゃうか。いや、店売りするわ。どうしようかな。やっぱこれになっちゃうんだよな。これいいや、これでいいや。で、この2つ空きができたので、この状態で7枚。で、
クエストが終わった瞬間捨てることになりそうです。邪魔で。いや、めんどくせえ。まさかの5個空きが必要っていうね。あと前どっかあれですよね、リトルアラミゴの変装のやつなんかあれですね、ボート客だけだったじゃんっていうね。なんでこれ全色なんだよ。ひよこあった方がいいじゃねえかよ。もう空から侵入するんだね、空から。ってことですよね。あれ、いねえな、いますね。こう普通にいますけど、普通にいるんですけど。で、ゲットしたってことですかね。頭。あれ手はこれか。これですね。ダッサいっすね。一枚取っとくか。ツーショット。はい。サクッていい。絡まれないですね。普通にいけるんですね。あ、で、帝国式計量するってなってますね。これか。何交代か聞いてたより少し早いが、村人の転送の都合もあろう。ありがたく休憩させていた。持ち場に戻りな。すっ。ああ、交代だね、助かるよ。現地人の不幸面、何度見ても複雑な気分になるもん。いや、ここにララフェーズもあれっすね。普通に良かったっすね。ララフェーズも積んでました。さすもう巡らされてるよ。はい。鮮やかな誘導、お見事だ。おかげで、下がってきたこいつらを吸収できた。結果はこの通りだ。これと監視役の帝国へいなくなった時でもはや戦争の必要はない。さあ、今なら、基地の奥に集められて皆を逃がせる。急ぎ向かって誘導しよう。スッ、スッ。ダンダンダン90。いや、結局透滅一戦しかなかったっすね。こんだけやっても。みんな、聞いてくれ。しばしの間、帝国兵の監視は途切れている。今のうちにここから逃げるんだ。監視が？一体どういうことだ？まさかお前たち、帝国兵を倒したのか？なんてことを！逃げ切れるわけがない！後でひどい仕打ちを受けるわ！
に残っても死ぬのと変わるものか。それくらい貴殿たちも分かっていよう。敵に攻め入る意志がなくとも己を守る気概くらい持ち合わせてはいないのか。ドマの民はそれほどの燃えさしになり下がったのか。あんた、忍びだろ。何を犠牲にしても主君に従うよう仕込まれてる。それで、前だけ向いてられるんだ。普通は怖いし、迷うんだよ。今に納得してなくたって、毎日は変えられなくて、どうしたら最悪にならないかだけ考えてる。惨めでも、これが精一杯なんだ。だから、あんたたちを見てると、すごく痛いんだよ。こういうの、もうやめてくれよ。お若いのたち、落ち着きなさい。まずは、助けに来てくださったことに、感謝すべきだろう。危険だっただろうに、ありがとうよ。うわ、技がすごいっすね。ご老人方、その傷は。ここにいる誰にもあるものだ。我々は結局これに屈した。粛清にあった時ってことですね。幾度かの帝国との戦で多くの同胞や家族を失い、しまいには海燕様まで失った。その屈辱を受けてなお帝国に魂を売って生きている。本当に申し訳がない。恥さらしの身で再び顔を上げることなどどうしてできよう。あなた方の志は私たちにとって傷に塗る塩に等しいのだ。そんなあなたたちだからこそ、あの方は守らんとしているのだな。たとえ己の首を差し出したとしても。皆の主張は承知した。私にはもはや説得する言葉もないが、これだけは覚えておいていただきたい。敗北し打ちのめされ踏みにじられながらも貴殿たちが生きていてくれたことを我が主君は心から喜ばれるだろう。だから生きることだけは諦めないでほしい。貴殿たちを苦しめる者は私がこの命に変えても必ずいつか打ち果たすから。帝国の追っ手が来たら見知らぬ女に騙されて解散したというぞ。それでいいか？ああ、もちろんだ。いかようにでも言って貴殿とその家族を守ってくれ。どうしてそこまで。なんでなんだよ。どうなることやらね。
いや、もう5時間経ったんで、どうしよっかな。ちょっと待ってね。戻るってとこになったら次回にしようか。こんな中途半端なとこ終わらせたくないんで。夕霧の心。放棄してしまって申し訳ない。キリもやりきれない気持ちはあるだが、私メンジでどうか彼らを、許し合ってはくれないか。立ち上がれないという結果ばかり見て、私はつい本質を、取り違えていたらしい。ノマの皆はきっとまだいいもの。ともかく目的は達成だ。あとは、痕跡を消して立ち去るのみ。綺麗に新たな忍び道具を渡そう。忘却庫、しばし記憶を混雑させる飛躍だ。眠らせたものを適当な、配置に透かしてこの薬にかければ、目覚めた時に見張り中にうたた寝した程度に思う。いずれ、事実に気づくだろうか、一時をしのぐには十分だ。綺麗は先ほど眠らせたばかりの二人に処置を。それものは私は受けると。では、終わったらまた。こんな便利なものがあるのね。忘却庫。一時的に忘れるって僕は。で、あそこに運ぶ。焼却炉にいるような行動してんだろ。ここは焼却炉じゃなくてよかった。ここに置いて、ここですね、忘却庫。で、もう一人か。なるほど。あれこれじゃねえな。別のとこっぽいね。こっちにこれだ。よし。スッと。いやもう頑張ってすぐ。寝言ってやるし。いいよ、そうです。もう外側ですかね。じゃあ、これで終わりなんだ。この辺っぽいですけど、いた。ボイスありそうだね。ああ、勝手にすまない。もしかして探させたか？水音を聞いていると落ち着くんだ。まるで海中をたゆたっているような気分になる。実はな、あれだけ偉そうなことを言っておきながら、私はドマの生まれではない。知ってる知ってる。紅玉海の底にある水の里の出身なのだ。寄ってきたぞ。私の故郷に立ち寄ったのか。しかも父様と母様がそんなことを。そうだったのか。お二人はご健在であられるのだな。よかった。本当によかった。私はあの海底の故郷を帝国の脅威から守るため忍びの里に入り修練に明け暮れてきた。
そのうち腕を買われ、ドマ反乱軍で任務をこなすことになり、豪雪や海燕様、飛燕様と出会ったのだ。彼らの人柄や生き様には心から感服している。忍びとして主君とドマに仕える気持ちには一点の曇りもありはしない。それでも私の根底にはやはり故郷がある。一族に苦しみや災いが降りかかりませんよう、私を育んでくださった父様と母様が不自由することなく穏やかでいられますようにと願ってやまないのだ。それが私のよすがであると以前飛燕様に告白したことがあってな。何と言われたと思う？あの方はそれでよいとおっしゃったのだ。他にも守りたいものがあればドマが劣勢でも立ち上がれる。そういうものが味方にいるのは幸いであるとな。だからドマが苦境にあえいでいる今こそ私は強く立っていたいと思う。難民を連れてエオルゼアに向かった時もそう思っていた。それなのに蓋を開ければ民の説得一つままならぬとは、己の未熟さが心底突き刺さる。これから一緒に頑張ろう。貴殿にそう言ってもらえると実に心強い。こんな未熟な私にはもったいないほどの激励だ。これからもどうかよろしく頼む。あれは帝国の飛空戦艦。空戦艦。あの方角はドマ城だ。何かあったのやもしれん。急ぎレッシアンに戻るぞ。うん。これで戻るって流れか。うん。いやー、これ次回にしましょうか。いや、もうだいぶ時間経っちゃったんで、次回にしましょう。うん。次回はレッツダウンですね。はい。の報告からやりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。